Ultimate lubricant. Mortis. What's up guys, it's Fredrik Aspo and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban. Made in Japan. Breed.
Welcome, Drift fans from all around the world. We finally made it. It's been a long 9 weeks, but here we are for round 2 of the 2023 Yokohama Presents Formula Drift Japan FDJ2 here at EBISU Circuit West Course. 皆様 FDJ2 2023年横浜タイヤプレゼンツフォーミュラードリフトジャパン FDJ2 ラウンド2。さあ今回どんな戦いが待っているのか、恵比寿サーキットからお届けしてまいりたいと思いますが、この FDJ2 前回から今回9週間ほど、時間をいただいております。Like you said, that's 9 weeks. Looks like we are lucky with the weather here. Oh yeah, I can't complain. This is awesome. 80 degrees, clear skies, ready to make some smoke out here. いや本当にね、今回天気にも恵まれまして、今日30度近く、なるという予報もありましたが、結構暖かいのでね、皆様ねちゃんと水分補給など、していただきたいなと思いますが、hope you guys stay hydrated. Make sure you have enough water because it is going to get pretty hot today, and I think this driving is going to make you hotter. もっとね暑いのがこの選手たちの走りだと思います。さあこちら、コースの方、画面に映っていますが、こちら実況席の方も、紹介させていただきたいと思います。Let me go ahead and introduce to you guys us here. We have Kenny Harris right here to the right of me. ケニーがね、進行そして実況の方僕のお手伝いさせていただいています。そして僕、自身ラビー西田と申します。ジャッジの一人でありまして今回実況、そして、コメントの方もさせていただきます。僕の隣にいるのが、こちらアンディ・イエンジャッジです。アメリカのフォーミュラドリフトでは16年間、ジャッジをしていまして、今回アメリカから、久々の来日という、ことです。そしてアンディの隣、もう一方、僕がご存知、フォーミュラドリフトジャパンの、今村洋一ジャッジ、毎戦ジャッジをさせていただいております。So this is the three judges here, me, Robin Ishida. I'll also be commentating with Kenny Harris. Next to me we have Andy Yen, 16-year veteran in the Formula Drift USA series as a judge, and all the way to the left of me is Yoichi Imamura, Formula Drift Japan judge, and also running a lot of things. Very busy man. さあ、僕らですね、ここ、恵比寿サーキットで2日間にわたり、これからよろしくお願いしますという、挨拶させていただきます。So that's 2 days we're going to be here at EBISU Circuit. We're going to be talking on the mic and also introducing you to the FDJ2 and the J3 on the live stream and also at the track. さあ、こちらですね、エントリーの方も、今回30It's like 30, it was like 37 cars, right? 37台、今日予選の方を、戦っていただきます。37 cars going to be going head to head to make the qualify. こちらね、37名のドライバーが狭き門である、予選を勝ち残ったドライバーが明日のね、決勝追走に残れる、37台から16台に絞り込まれるので狭き門ですよね。Very tight space because that's 37 cars down to 16, and that's going to be making it into the tandem tomorrow. So we do have female drivers, 女性のドライバーだったり、ベテランのドライバーだったり、海外からの選手、そして外国のドライバーなどなど、多数な、ドライバー、いろんなドライバーがいます。We do have drivers from all over the world, also female drivers, drivers coming from outside of Japan. さあこちらね、タイヤの方のちょっと紹介させていただきます。 FDJ2 そして J3 なんですが、この J2、横浜タイヤさんのワンメイクで行われています。 It's a Spec Tire Series here at the FDJ2 by Yokohama Tires. このタイヤは、アドバンネオバ AD09 です。It's AD09、from Advan made by Yokohama Tires here。ワンメイクタイヤということでグリップの差はイコールコンディションになり、そのためタイヤの使い方、勝敗を分ける鍵になると思います。車のセットアップ、ドライバーの腕もねすごく、重要の、キーポイントになるということで審査のポイントも、これから説明させていただきたいと思います。Let me go ahead and tell you how we're going to be judging this. But before that, you know, the tires are going to be the same grip. All the drivers are going to be equal condition on tires. So it's all going to be how they set up their cars and the drivability of the drivers. さあ、審査ポイントをねまとめた V があるので皆様そちらをご覧ください。We're going to show you a short clip of how we are going to それでは、フォーミュラードリフトの審査方式について説明しよう。フォーミュラードリフトは3人の審査員によって審査が行われる。各審査員は走行ラインをチェックするラインジャッジ、ドリフトアングルをチェックするアングルジャッジ、そして
走りを統括的にチェックするスタイルジャッジが担当する。ラインジャッジ、アングルジャッジの審査のため、コースには4から5箇所の審査ポイントが設定されている。設定されているのは主にコーナークリップ付近、ポイントとゾーン、コースによってはタッチ&ゴーがあり、この4から5箇所の審査ポイントでマシンの挙動がチェックされる。ラインとアングルジャッジは審査のポイント1箇所につき最高5点または10点。審査ポイントは全部で4から5箇所、最高30点がドライバーに与えられる。もう一つがスタイルジャッジ。スタイルジャッジは主に走行中の車全体の流れをチェックする。このスタイルジャッジでは最高40点が与えられる。すべての点数を合計すると最高100点。ドライバーたちはこの100点を目指しチャレンジするのだ。さて、審査基準は次の通りである。ラインジャッジでは審査ポイントで確実にクリップについているかが重要。クリップから離れていくに従い得点は下がってしまう。アングルジャッジはクリップでのドリフトアングルが審査の対象。当然アングル、角度が大きいほど得点は高くなるが、戻ってしまったり不安定な場合は減点の対象となる。そしてスタイルジャッジ、スピード、スムーズさ、迫力、またドライビングから感じられるコミットメント、パッションもスタイルジャッジにおいて重要な要素である。審査では車の不必要な挙動、ブレやふらつき、メリハリのない走行などが減点の対象となる。またスタート時のエンジンストップ、フライングやパイロンタッチ計3回、審査コーナーでのスピンは即座に0点、コースからはみ出した場合は減点または0点の場合もある。ステアリングの角度が0度になるようなアンダーステアも含め、審査員の判断で0点になる。さあ、お分かりいただけましたでしょうか。That was all in Japanese, but obviously, if you've seen FD before, you have a line angle and style here in FD Japan. Depending on how you drive the track, you have to be passionate, you have to be on throttle as much as possible, on the outside line, and also a lot of angle will get you the higher score. So let's go ahead and show you how the track looks and the layout where the zones are. さあ、ゾーンのね、このコースのゾーンの説明ちょっとさせていただきたいと思いますが、今回は、FDJ と同じ、レイアウトですね。アウトゾーン1、アウトゾーン2、そしてタッチ&ゴー、アウトゾーン3があります。There's 3 zones and 1 touch and go, just the same as FDJ1. さあ、アウトゾーン1、左側ですね、321コーン振り出しをして、アウトゾーン1元気よく飛ばし、アウトゾーン1から2に行くところですね、ちょっと減速しながら角度を増やしてアウトゾーン2を舐め、振り返した後の右のタッチ&ゴー、できる限り深い場所を通り、最後にアウトゾーン3、スピンも、戻りもないような走りで、全体を走り抜けなければいけません。So there's 3 zones, outside zone 1, 2. Going to the 2, you would have to probably gain a little bit of angle. Then you have to touch and go on the right side after the switch back. After the touch and go, you got the outside zone 3. Make sure you're not spinning out or correcting before the finish line. さあ、今ね、ゾーンの説明ちょっとさせていただいたんですが、昨年 FDJ で、こちら、恵比寿サーキットで3走優勝した、現在 FDJ、ドライバーの松井選手の走行を、ちょっと VTR 見たいと思いますが、Let us go ahead and check out the run that Matsui did, which is a FDJ driver currently, made a number 1 qualifying run here at EBISU Circuit from FDJ2 last year. With the Team Ocean Plus S with さあ、こちら、トータル82ポイントなんですが、アウトゾーンうまく切り抜け、こちらですね、うまく角度をつけながらちょっとアウトゾーンに早く離れてしまいましたが、タッチ&ゴー、そしてアウトゾーン3ですね、ギリギリな部分を通っていきました。ちなみに、こちら前回の FDJ2 の、こちら単走優勝、松井選手、現在 FDJ も、アドバン、ネオバンを履いています。そしてこちら、この間あった FDJ、恵比寿戦でも
話題となりましたカーレ・ロバンペラ選手ももちろん FDJ2 で、皆さんが使っているタイヤと同じ AD09 の、タイヤ、全く同じタイヤを FDJ でも単走優勝、見事しています。So it's surprising to see that the tire is pretty much the same thing. Kale Robampera makes the number one qualifier run here at FDJ, not FDJ2, and that's a spec tire that we use for FDJ2. So it's pretty much the same tire, but it's still doable at the highest level of drifting here. タイヤがね、同じでもこの走行スタイル、そしてドライバーのやっぱり力で、J1 でも J2 でも活躍できるということを、カレ選手の方、証明したということですが、looks like he was able to prove that no matter what the condition is, you're on the same tire. It's a good enough tire to make it in the FDJ series as well as FDJ2. So these drivers are all on the spec tire. 皆さんね、FDJ2 でも同じタイヤを履いて、同じグリップ力、そして、車のセッティング、ドライバーの腕で、今回勝負していただきたいなと思います。Drivers have to set up their cars right, and it's all about the drivability of the drivers because pretty much they're all on the same tire, so there's no excuses with more or less to grip. Exactly. It's all about setup. And during practice early on, I saw a lot of good runs. So we'll see how it's going to be. A lot of them did struggle, though, through the transition from outer zone 1 and reaching all the way out to that outer zone 2. 今ね、ケニーの方も、先ほどの練習を見ていく限りなかなかいい走りが、何本も出ていたということですが、やっぱりアウトゾーン1から2にかけてですね、角度の安定性だったり、速度感、そのアウトゾーン1から2止めすぎない程度で、アウトゾーン2を舐めるような形でアウトを走れるような走りをするのは多分難しそうだなとは、思いますが、この飛び込みなんですが、恵比寿のこの西名物であるこの左側のこのウォールですね、昨日の練習でも多分何台かは、ちょっとウォールの餌食になっていたドライバーもいたと思います。This EBISU Nishi course, the wall on the left side is pretty much one of the scarier parts of the track where some of the drivers from yesterday's practice did end up in the wall or climbing the wall, so not looking forward to seeing that today. So hopefully all the drivers will be able to stay off the wall. 今日のね予選のドライバーも皆さんねこのウォール登らないように、もちろんアウトゾーン1を駆け抜けて走っていただきたいなと思いますが。So yeah, as we wait for these drivers to pull up for the first run of qualifying, as you guys already know, Robbie's doing both English and Japanese. We only have one live stream for FDJ2, so bear with us. He's making it happen. I'm tuning into the chat as much as I can, seeing what's going on. I know you guys said there's some sound issues out there. We're going to go ahead and square that away. But yeah, he's holding it down, making it happen, judging Japanese, English. He's the man. That is right. それでね、ライブストリームもこのね、英語、日本語放送、一括にまとめているので、日本語が飛び交ったり、英語が飛び交ったりと、皆さんお付き合いください。So yes, you said we do have both of the live streams on one. Be speaking English and Japanese here. So we'll be going back and forth. So bear with us. さあ、早速なんですが、1人目のドライバー FDJ2、今回が初参戦、1戦目ちょっと間に合わなかったんですが、海外からのドライバー、香港から、出場のゼッケン614ケン・ヨング選手 HKGSA 車両はアルテッツァなんですが、ちょっとスタートでボンネットが今開いている映像がライブストリームで流れています。 We see the hood open on the car number 614 Ken Young's car from HKGSA. First time here, all the way from Hong Kong, and looks like he has his hood open, so something's going on right here. Yeah, yesterday during the private practice session, he suffered some issues with, I believe, the turbo. So hopefully they got that fixed and squared away, and hopefully he'll get his first qualifier run in. さあちょっとトラブルが気になりますが、せっかくね海外からお越しの、ドライバーにも1本目2本目ちゃんと予選走っていただきたいなと思っていますが、coming all the way from outside of Japan, obviously I would like to see him make his 2 runs so he gets a fair fight to get into the top 16 here at Qualify. 37 cars, 16 positions. That is very, very tight. Yeah, we just witnessed, for those of you that aren't out here, we just had FDJ3 qualify.
All 16 spots are locked in. We're going to have that, the brackets set up here later whenever we do the announcement for them after this qualify run. そうなんです、37台から、なんと16台、予選突破、明日のね水素の予選突破のドライバーが今日決まります。狭き門なんですが、先ほどの FDJ2 でも、16台、後でアナウンスしますが、予選突破者。And it looks like his car is ready to go. They got the bonnet down, lined up, waiting for the light. さあボンネットが閉まり、そしてボンネット。That's what they call it here. So I'm going with Robbie's 日 flow 本だと here. ね、日本だとボンネットっていうんですが、まあ海外でもボンネットっていうところもありますが、アメリカではフードと、ボンネットフードってよく言いますので、フードだけ、言うことが多いです。そして、いよいよ、ケン選手の1本目、That's gonna be Ken Young's first run in his HKG SA Altezza. Looks like last minute checks to make sure the car is clear to roll. We're getting the green light now, so it looks like he's going to get his first run here for Ken, starting us off strong in his Altezza. Here he is, just a little bit of struggle coming into this 3-2-1. Nice job trying to carry it. Looks like he lacked in a little angle through that outer zone 1. But bringing it back, turning it up here through outer zone 3 here and through outer zone 4. We'll see what the judge's call is going to be in that approach from the 3-2-1 to outer zone 1. Yeah, that 今のちょっとこれはちょっとアウトゾーン1振り出してから戻ってしまったので、今のは多分スコアがつかないでしょう。It looks like it's going to be an incomplete. Huge correction after the outside zone 1. Everything else kind of looked like it was falling into place. 今のね1走目、もちろん先行でね追走ができる走行をしなきゃいけないので、予選ではなので今のは残念ながら、1本目はノーポイントということになってしまいました。That's going to be an incomplete by Ken Young. Hopefully he could come back and put together something for a second run. 2本目期待したいと思います。さあ続いて、2番目のドライバーですね、ゼッケン860谷岡明夫選手、モンブラン and RS 渡辺。Akio Tanioka right here in the AE86. See how bad he's going to scream here. Oh, a little bit of a struggle through that 3-2-1. Oh, just a little bit too much. Unable to keep that car in drift through that 3-2-1 to outer zone 1. But man, keeping it old school, very clean car, very clean build. いやなんか86という車両がね競技に出るのも結構久しぶりなので期待をしていますが、ちょっと今の走行だと回転が上がってないのか、ドリフト状態を保つことができませんでした。Looks like he could not keep the car in drift. Not sure if that's lacking in power or just RPMs. But the first run for this AE86, 谷岡選手の1本目は残念ながら、ノーポイントです。That's an incomplete for 谷岡 's first run. さあ続いてのドライバーです。ゼッケン119谷川博和選手、Team Growing Up. Hirokazu Tanigawa ready to go in the S15. See if we can get some points on the board. We got 2 incompletes starting us off not on the right foot, so we'll see how he's going to do here for his first qualify run. There it is, Tanigawa coming around to outer zone 1. Nice job filling that zone, riding the back line of outer zone 1, bringing it back around through outer zone 2 here. Not bad transitioning around, dipping 2 tires there through outer zone 3, but able to get it together through outer zone 4 with a strong finish. さあ今の、走行ですが、谷川選手勢いあり、ちょっとアウトにタイヤが出てしまいましたが、そのままの勢いで、走り切った模様です。ライン的にはなかなか、いいところかなというところですが、あとはですね
先ほどの V にも流れていましたが、ライン30ポイント、アングル30ポイント、そしてスタイルが40ポイントの合計得点100点で、この予選の戦いが行われております。That's a 100-point run, all added together with 30 points of style. I'm sorry, 40 points of style, 30 points in angle, 30 points in line. So line-wise, that was pretty good for Tanigawa. Let's see what the other judges have for angle and style. さあ、谷川選手1本目80ポイントです。That's an 80 for Tanigawa's first run. 80ポイントなかなかいい得点ではないでしょうか。勢いもありました。He had a lot of momentum going into the outside zone 1 too. Oh yeah, and a lot of commitment too. So nice job. Way to start us off right there with an 80-point run. さあ続いてのドライバーゼッケン67番です。大友隆一選手、小松レーシング IS300。Ryuichi Otomo's up next in the IS300. Nice build, 2J under this Altezza here, coming around into this outer zone 1, a little shallow through outer zone 1, just hanging on here, trying to get out all the way out to that outer zone 2. Nice job through that zone. Oh, bringing it back around with the transition into this outer zone 4. さあちょっとぎこちない、つなぎの部分がちょっとだけ雑な感じがしますが、なんとかラインは、いいところまとめたんではないかと思いますが、勢いが結構ありました。ちょっとタイヤもね、タッチアンドゴの方、出てしまいましたが、うまく全体的に、スコアが入ると思います。That's going to be a scored run, a tire off at the touch and go, and it looks like he was very choppy、on the throttle, but overall gets a score. さあ1本目、大友隆一選手78ポイント。There you are, 78 for his Otomo's first qualifier run. さあ続いてのドライバーゼッケン117稲岡祐希選手 Junction and Deere Motorsports. Yuki Inoaka ready to go in the R34. See how this first qualifier run is going to go. All right, here's the approach to the 3-2-1, bringing it around here early on. Little shallow through that outer zone 1. Tried getting back on it, looked like gripped up a little bit, approaching the outer zone 2. Swinging into this touch and go through the outer zone 3. Dipping 2 tires there, but getting right back on it for outer zone 4. ちょっと、ラインの部分苦しい走りだったかなと思います。アウトゾーン1もあまりトレースできず。終了ですね。Doesn't feel much of the zones. Looks very choppy overall. Dips a tire at the touch and go. Actually, 2 tires at the touch and go. Doesn't feel outside zone 3 either. Looks like he's off on the line overall. 全体的にちょっとラインがずれてるのかなというところですが、こちら稲岡選手のドローンの映像が上から見るとやはりはみ出ている部分、ライン通れてない部分が結構わかります。It's kind of obvious to see it on the drone bird's eye view there. Exactly, 62 for his first qualifier run. さあ稲岡選手の1本目62ポイント62ポイントです。さあ2本目でね、もっとスコアを伸ばせればなと思いますが、やはりアウト1から2に行く、部分でアウトを攻めるのはちょっと難しいかなというところです。Looks like it's very hard and a lot of drivers are having a difficult time going from outside zone 1 to 2. さあ続いてのドライバーゼッケン417、椎名美月選手堀内ファクトリー。Miska Sheena. This car right here, not new to the J2 series, competed last year here. Driver moved on into J1. Teammate right here bringing it back around through outer zones 3 and then outer zone 4. Far into that, deep into that zone right there, into the finish. So we'll have to review the outer zone 2 portion of this. アウトゾーン2から出てくるところ、ちょっと微妙な怪しい走りでしたが、ちょっとこれは微妙ですね。
Huge correction halfway through that outer zone 2. Struggled to get into that outer zone 1. Tried to make a huge correction into that outer zone 2, but it might be a straightening leaving that outer zone 2. 先ほども、ドライバーズミーティングでもお話しした通りなんですが、やはりちょっと微妙なところ、ジャッジの方で判断しなきゃいけないんですが、やはりまっすぐな状態にね、すごく浅くなってしまったので得点もどうせ伸びない、ような走りだったと思うんですが、今回は残念ながら1本目ノーポイントとなってしまいました。 That's going to be an incomplete, and we talked about this at the drivers meeting. Don't leave it in our hands. If you're going to drift, don't, straighten out. So hopefully he can come back stronger for a second run. 2本目にちょっと期待したいと思いますが、続いてのドライバーがゼッケン350鈴木和正選手、 APG Japan Car Zoo Racing. Kazumasa Suzuki right here. Approaching the 3-2-1 into outer zone 1. Right on the edge right there. Trying to hold on. Oh, in a major correction. Unfortunately, straightening up right there halfway through outer zone 2. ちょっとアウト1から2に行く部分で、気を取られすぎているドライバーがいると思いますが、アウトゾーン2ではやっぱり回転が落ちやすくなってしまうので車が戻りやすいのかなというところですね。It looks like a lot of drivers are getting carried away going from outside zone 1 to 2, but they aren't keeping the RPMs up for outside zone 2, which basically makes the car correct, straightens. 残念ながら鈴木選手も1本目ノーポイント。Unfortunately, Suzuki also incompleting for his first qualify run. ちょっと、今ですね、7台中4台はノーポイントという、厳しいスタートとなっていますが、out of 7 cars we have 4 incompletes already. Not looking so good. You can see right there at the fans out there, it's pretty hot out here today. It's like 82 degrees, I believe, right now. さあ暑いのでね、皆さん水分補給の方を、お忘れなく。続いてはゼッケン215高田健選手、Garage Takata with Auto Shop Wise. Takeru Takata ready to go. 1本目です。 First qualify run for him. There he is. Nice approach into that outer zone 1 right there on the edge. Bringing it back around through outer zone 2 here. Oh, major correction right there. Once again, getting stalled up in the entrance to outer zone 2. ちょっとここ何台かやっぱりアウトゾーン1から2に行くところで2に行った時に安心してしまうのか、ちょっと回転が落ちて、アウトゾーンに出ていくところでまっすぐになってしまうケースが多いですね。Looks like a lot of the guys are still getting carried away going from outside zone 1 and 2. Once they get into 2, it seems like they're relieved and they kind of forget about, getting the revs up so they can keep drifting. But 高田選手1本目残念ながらノーポイント。That's unfortunate for Takata. First run, an incomplete. さあ続いてのドライバー、ゆっくりとスタートラインに着こうとしています。ゼッケン66番岡田龍馬選手、ケースレーシング。Ryuma Okada up at the line. S15. So we'll see first qualify run for him. さあ岡田選手の予選1本目です。Approaching the 3-2-1 here, bringing it around into outer zone 1, a little shallow, trying to hang on right there, not going to be able to get all the way out to the outer zone 2. And yeah, right there, once again, the fate of that outer zone 2 is getting the best of a lot of these drivers. 今回の FDJ2 の、鬼門となるのが多分 FDJ2 ドライバーの中でも多分難しい部分、アウトゾーン2の攻略方法なんだなとちょっと思いますが、もちろんね予選の順位が、によってなんですが、この今走っているドライバーたちの走りを見て勉強していただきたい部分も
あると思いますが、残念ながら岡田選手1本目、ノーポイント。That's an incomplete from Okada. FDJ2, outside zone 2 is probably the most hardest part from what I see. Hopefully the drivers that are going after these drivers get to watch this and kind of, I don't know, take that in, educate themselves, and try to do a better job than, obviously an incomplete. Yeah, that's 4 incompletes. But here we are, the next driver's ready to go at the line. さあ続いてのドライバー、ゼッケン32番大関和也選手、 Twins Inc. with Murata Motors with Tops Racing. Kazuya Ozeki right here, ready to make it happen in his S15. During practice was very aggressive on his approach. We're going to see how he's going to do here. Approaching the 3-2-1 right now. Here it is, bringing it around through outer zone 1, filling all of outer zone 1. Looks like he's dipping a tire right there before he gets to that outer zone 2. Able to hang on around outer zone 2, through the touch and go to this outer zone 3. And a strong finish right there in outer zone 4. ちょっとこれライン的には結構、いいのではないかとちょっとリプレイで再確認しますが、 double checking, but as a line judge, I think this might be a pretty good score. Not filling outside zone 2 from the beginning, and dipping the tire at the touch and go. But overall, looks pretty good to me. ね、ライン的には、もちろんね、タイヤがちょっと出てしまったり、アウトゾーンに初めのところうまく、入れなかったんですが、全体的にはなかなかかなと。ちょっと、角度が浅い部分もありましたが、全体的に1本目としてスコアね、これだけ走ったのにまだ4つ目のスコアなんでね。That's like the 4th score that we have overall. There you go. 82. さあ、大関選手1本目82ポイント、82ポイントです。Right now leading the points for qualify. 現在、予選今は、1番手になっています。続いてのドライバー、ゼッケン767ラーマン・ラッセル選手、 RS 渡辺、ガレドリカイ、By Now Japan. So Raman Russell's ready to go in his JZX 100. I talked to him early on. He said he got a lot of practice in here. Part of the private practice yesterday. We're going to see how he's going to throw down. He said he's going to throw a smoke. So here he is coming around outer zone 1. Trying to get right back on it through this outer zone 2. Carrying it around halfway through outer zone 2 there. And finishing, just missing that finish right there through that outer zone 4. 何か歯車が、狂ってしまったような、アウトゾーン2でもちょっと戻り気味になってしまったラーマン選手、フィニッシュライン前でハーフスピン。残念ながらノーポイントです。That's going to be an incomplete. Pretty much almost straightening coming out outside zone 2. Half spin right before the finish line. Pretty much that's going to be an unchaseable lead and an incomplete. さあ2本目、ラーマン選手、0点になってしまったので2本目なんとかスコアを入れていきたいと思います。さあ続いてのドライバー、ゼッケン72番西崎智春選手、羽松 Thunderbird. Tomoharu Nishizaki ready to go. Shoot, he's owned this car how long now? Original owner, right? I think he's one of the original owners. ほぼワンオーナーみたいな、オーナーというこの S13. S13. Able to hang on right there through that 3-2-1, but unfortunately not able to finish outer zone 1. 逆振りでタイミング合わず。今のは、大きくラインも崩してしまいましたし、戻ってしまいましたので、no point. That's going to be an incomplete. As you see right here, it looks like he tried to do a flick, an opposite drift flick before the outside zone 1, but he threw it a little too hard, came in a little too short. Huge correction, incomplete. 残念ながら1本目はノーポイント。That's another incomplete we have for the first run. Man, it's either this track is really eating up these drivers. ちょっとね、このコースの餌食になっているドライバー結構います。これまで8台ノーポイント。That's 8 incompletes we have already. Yeah, but 21 drivers are going home today. さあ続いてのドライバー、ゼッケン200番二川隆選手、R&T Factory.
Takashi Fukugawa is up next in the GZ20 Soar. Love the old school, that boxy look. I'm definitely a fan. Here he is ripping into that outer zone 1. Nice job filling that zone. Now he's got to get right back on it through outer zone 2 here to link this outer zone 3 to outer zone 4. And it's looking real clean right now. A little shallow in outer zone 4, but he got a run in the books for his first qualifier run. いやライン的にもなかなか良かったですね。姿勢ももうちょっと角度が欲しいところですが、全体的にもちろんスコアは入るので期待したいと思います。Looking forward to what he's going to get. A little shallow at outside zone 2, an angle, and fills outside zone 2 fairly well. Doesn't go in it as early as he should be, but overall line score looks pretty good. Now really depends on what the angle and the style has to say for the total of this very old school GZ20 Soar。ね、この旧車にもなりつつあるこの Z20 ソアラですが、なんと二川選手1本目85ポイント。That's an 85 from this old school GC20 Soar driven by Futagawa, currently leading the qualify. Man, what an awesome qualify run right there, sitting at the top of the pack now. さあ続いてのドライバーゼッケン235後藤光信選手、チーム鉄人 with Lavka。Mitsunobu Goto is ready to go in his JZX 100 Mark II, leaving the chicane now. He's approaching this 3-2-1, bringing it around, tipping 2 tires. Oh, what the look! Close to 3 tires there, but just over rotating right there, approaching that outer zone 2. 今アウトゾーン1通っていくところ、もしかしたら3奪なんじゃないかなというところですが、その後アウトゾーン1から2に、かけて残念ながらスピンをしてしまいました。Unfortunately, spun after the outside zone 1. It looked like he was almost 3 tires off going to the outside zone 1, but either or, it's an incomplete. Hopefully, he can come back stronger for a second run, get a score on the board. Oh, it is 3 tires You off. see that right there, 3 tires. 1本目、アウトゾーン1も3奪だったので、残念ながらスピンする前にちょっとノーポイントになってしまいましたが、2本目、なんとかスコアを伸ばしていただきたいと思いますが、続いてのドライバー、今ですね、コースの方修正、コーン倒れた部分を修正していますが、currently fixing the cones. Thank you to the course workers. コースのね、修正していただいているコースの皆様ありがとうございます。毎回。さあ続いてのドライバーはゼッケン28深田樹選手、トトハウスティームダンラップ、女性ドライバー、そして若い女性ドライバー、 female driver, very young female driver, Fukada, daughter of Fukada, 深田選手の娘さん。Itsuka Fukada coming around right here. That car looks very familiar. That's a J1 car. Her car suffered some mechanical issues. There she is, bringing it back around. Packed with about 300 more horsepower from original car, trying to make it happen right here and showing her dad what's up on her first qualify run. A little bit of a stall through outer zone 2, but overall, she was able to get to those zones. Yeah, but you know what? Most likely that's going to be an unchaseable. ちょっと残念なのが、追走になった時にここの1から2にかけたこのスピンをしそうなところをなんとかパワーで持っていきましたが、残念ながらこれは多分1本目ノーポイントとなってしまいます。I think that's going to be an incomplete. She didn't spin, but she did a huge stall. She dug herself out of where she was with power, but that's not going to look good when there's another car chasing her. So it's going to be an unchaseable lead. It's going to be an incomplete for first run. But 2本目頑張ってほしいです。Looking forward to seeing what she's going to pull for the second run. さあ続いてのドライバー、ゼッケン104水野俊彦選手、ブラスラック MX ガレドリ鷲倉温泉。Toshiko Mizuno coming around outer zone 1, dipping a tire right after that zone, but able to get right back on it, filling that outer zone 2 right there. Nice job. Here he is flicking it back around. Nice through outer zone 3. I gotta say, that was a nice transition from outer zones 2 to outer zone 3 by him.
今のはアウトゾーン2から、3にかけての部分も綺麗にまとめましたし、アウトゾーン2ですねのアプローチ、多分今までの中で一番、ちょっと最初から、アウトゾーンに入っていますが、ちょっとタイヤが出たのかなという部分ありますが、全体的にラインのスコアとしては、なかなかだと思います。こちらちょっとリプレイがね、違う車両のリプレイ、これは先ほど、深田選手の、リプレイが流れていますが、 This is Fukada's qualifier run that we had earlier on the replay right now. That is not Mizuno's qualifier run. So let's see how the scoring is going to be. 今回のね、水野選手の1本目のスコアはどうなるかちょっと見ていきたいと思いますが、リプレイは出ないのかな。まあ、出なかったらスコアだけでも多分ね、水野選手も今首を長くして待っていると思います。I think Mizuno is probably waiting and waiting for a score because that was a fairly good run right here, filling outside zone 1, out zone 1、いいところを通り、アウトゾーン2も、なかなかちょっと、アウト最後の方出てしまった部分もありますが、スコア的に何ポイントになるのか。あれ、また同じ走行ですね。 That's the same replay. I think they really like this run. この走行がすごい気に入ったのか、リプレイ何度も、出ていますが、 Is it going to be enough to beat the top score right now, 85? さあ今ね、85ポイントが、予選1番目の、得点なんですが、それを超えることができるのか。水野選手の1本目は、Whoa! 91 for his first qualifier run. 水野選手1本目の走行91ポイント、91ポイントです。トップに躍り出ました。1本目の走行、水野選手91ポイント。That's a 91. Currently leading the qualify. Let's see what all these other drivers have. Exactly. Nice job filling all the zones, making it happen. But like you said, we're only halfway through the first portion of qualify. さあ続いてのドライバー、ゼッケン16番渡辺浩太選手、 AXYMR Racing with props. Kota Watanabe up and ready to go. さあ渡辺選手、FDJ2 でも常連になってきましたが、There he is, bringing it around outer zone 1. A little bit of a struggle through that zone, leaving that zone, bringing it into this outer zone 2. Not as fluid as we want, but filling the zones. And yeah, making a run. さあゾーンね、ちょっと元気がない感じで、ゾーンを通っていく形になってしまいましたが、なんとか走り切ったような、走りでした。さあ他のジャッジのね、得点全部合わせて何ポイントになるのか。こちらうまくトレースできている部分、できてない部分ありますが、こちら、渡辺選手1本目の走行72ポイント、72ポイントです。72 for Watanabe's first run. さあこちら続いてのドライバー、ライブストリームでも大人気です。ゼッケン11番サム・ルーカス選手、スヤメ Ready to make it happen. Fan favorite right now. I see it all over the chat. Here he is, bringing it into outer zone 1 right here. Dipping 2 tires. Able to get right back into it right here to this outer zone 2. Looks like he was riding that back line, swinging it back around through this outer zone 3. And right there in front of the fans, giving them a smoke show into the finish. ちょっと、ラインはみ出すぎた部分がありましたが、アウトゾーン3でもラインが定まらなかった部分はあります。こちら3脱ではないです、2脱です。減点になってしまいます。そしてアウトゾーン2ですが、タイヤ左のリアがちょっと出ている状態。しかしタッチ&ゴー、最後のこのアウトゾーン3もちょっと、足りなかったかなと。しかし、全体的に元気を貸したので得点は入ります。
So it looks very exciting, but maybe a little bit too many tires off at the outside zone 1. That's going to be a deduction, and also 1 tire off throughout outside zone 2, not filling outside zone 3. He's going to have maybe a little above average on the line, but here we go. It's a 78 for Sam Lucas. Sam is first run. サミット選手、サム・ルーカス選手の1本目78ポイント、78ポイントです。さあ続いてのドライバー、ゼッケン82番糸山修平選手、メイクアップガラージ B2。 Shuhei Itoyama ready to go in his 180SX. There he is leaving the chicane now. First qualify run for him. Here he is bringing around to outer zone 1, dipping like 1 tire through that outer zone. Trying to get back on it through outer zone 2 here. Struggling halfway through that zone. And yeah, not the cleanest transition from outer zones 2 to outer zone 3, but he was able to fill both zones. ゾーンは通っていくんですが、ちょっとアウトゾーン2の方の出口が全体的に浅いかなという角度があまりついていない。Judge is taking a good look on that outer zone 2 here, the second half, to see the correction, see if he straightened or not. So here's the こちらですね、アウトゾーン2から出てくるところですが、またちょっとmajor correction after that outer zone, halfway through that outer zone 2. You'll see this replay once again, dipping a tire right there through outer zone 1, coming back around, and right there, as he was leaving outer zone 2, had a huge correction. やはりちょっと、今のは微妙な、走行になってしまいました。アウトゾーンにですね、ちょっと先ほどと、何度もスコアが出ない走行と同じような走行になってしまいました。Looks like it's going to be an incomplete. Looks very similar to some of the cars that are coming out of outside zone 2, losing drift, having to straighten out, and pretty much that is not what we're looking for. やはり、振り返しまできれいに、角度をつけながら走っていただきたいです。1本目残念ながら、糸山選手ノーポイントです。さあ続いてのドライバー、ゼッケン144ダニエル・メスマー選手 The Sideways Experience。 こちらオーストラリアから、出場のドライバーですね。 From Australia, I think. Mesmer coming around 3-2-1 right now, dipping a tire right there. 2 tires, it looks like. That looks like 3. Oh, coming back around through outer zone 2. Very aggressive through that 3-2-1 approach. Unfortunately, it's looking like it's going to be an incomplete, dipping the 3 tires right there at outer zone 1. 今のアウトゾーン1の部分、もう一度リプレイでも確認しなきゃいけないんですが、1本、2本、3本、残念ながらアウトゾーン1到達する前に3奪になってしまいました。コースの上以外でのね、タイヤ3本、コースアウトしてしまいますと、もちろん、ポイント入らない対象外になってしまいますが、残念ながら今回も多分そのケースだと思います。Looks like the case here is it's going to be an incomplete. Dipping 3 tires before he reaches outside zone 1. Looks great, but rules are rules, and pretty much he's going to be an incomplete. 今のね、なんか上から見るとなかなかラインもうまくトレースできてるんではないかと思いますが、リプレイの確認した結果、残念ながらダニエル・メスマー選手1本目はノーポイントです。さあ続いてのドライバー、続いてのドライバーですね。ゼッケン786カーン・ロハブ選手 R Nation。 Rohab Khan up at the line. He's
getting the okay to go. Here he is about to make his first qualifier run out here. 1本目の予選の走行。Alright, here he is approaching the 3-2-1. Very aggressive here into this outer zone 1. Nice job through that outer zone 1. Nice flick, bringing it back around through the outer zone 2. Hanging on right there. Hitting that limiter, bringing it back into this outer zone 3. Finishing strong here through that outer zone 4. And man, look at the smoke show he's giving for this crowd. さあなかなか角度もいっぱいついてて元気がある走り、ロハブ・カーン選手。さあこちらアウトゾーン1、ちょっと離れてしまいましたが、ここアウトゾーン2、トレースするのが少し遅れましたが、深いところまで、なんとか持っていきました。さあいっぱいね煙も出て角度がついている状態。ロハブ選手、さあラインもなかなか角度もなかなかかなと、ちょっと、アウトゾーンに出るところ少し角度を立ててしまいましたが、全体的に、スロットルもいっぱい空いている走りでしたが、さあロハブ選手1本目の走行83ポイント。 That's an 83 from Rohab's first run。 さあなかなかのスコアではないでしょうか。さあ続いての、ドライバーゼッケン773塚本七海選手、日比野塾。 Nanami's Tsukamoto ready to go in the JZA80 Supra. Here she is, nice approach here. He is coming around this outer zone 1, filling that zone, trying to hang on here through this outer zone 2. Oh, just hung up a little bit through that zone at the back end of the zone, and here she is coming back around through this outer zone 4. A nice strong finish there. ちょっと、進入でちょっとアクセル抜いてる感じがしますが、ライン的には全体になかなかうまくトレースできた部分は、目立っています。ちょっと、タッチアンドゴールも1本タイヤが出てしまいましたが、全体的に、まとめたような、走りだと思います。こちらドローンの映像、塚本選手1本目からなかなかワイドな走りで、やはりアウトゾーン2、そしてタッチアンドゴー付近ですね、ちょっとタイヤがはみ出てしまいましたが、その分アウトに寄せているということで、さあ1本目塚本選手75ポイント。 That's a 75 for Tsukamoto's first run。 さあ続いてのドライバーゼッケン、10番甲斐健一選手 D-Like with 鉄人。 Keiichi Kai in the S15. First qualify run here. Ripping through the chicane now, approaching the 3-2-1. Coming back around, a little shallow through outer zone 1, but able to make it early on right there, real deep into that outer zone 2. Nice job through outer zone 3 right there. Could be a little bit more angle through outer zone 3, but finishing strong through outer zone 4. ちょっと、勢いはありましたが、全体的に若干角度が浅めかなという部分。しかし、ライン的にも、まず、アウトゾーンにちょっとタイヤがはみ出てしまいました。そしてタッチアンドゴー付近もラインに乗ってるか乗ってないかという際いところ。しかし全体的に、まとめた走り。甲斐健一選手78ポイント。It's a 78 for Kenichi Kai's first run。 うまくスコアをまとめてきました。 Got a score in for the first run。 さあ1本目、続いてのドライバーゼッケン88番星敦樹選手 Cusco Yokohama with mad face。 Hoshi, let's see how he's going to do here. First qualify run in the Cusco 86. His vehicle is nothing new to the J2 series. Taking over right here, bringing it into outer zone 2. Oh, real deep into the outer zone 2, dipping 2 tires.
We'll have to check back at that, swinging it back around to the outer zone 3 into this outer zone 4. ちょっとこれはもう一度リプレイを確認してみないと。さあこちらアウトゾーン1、ちょっと角度を浅くしてアウトゾーン1クリア。そしてこちらこれは微妙に3本いっちゃってるかもしれない。さあこのドローンの映像で全てが決まるでしょう。 Close, checking out if there's 3 tires here. これはいやこれはちょっとね際どいところだと思いますが、残念ながら星選手の1本目ローポイントになってしまうかもしれません。 Looks like it's gonna be an incomplete. Too many tires off at outside zone 2. アウトゾーン2でもねちょっとはみ出てしまいました。結果はノーポイント。2本目、頑張っていただきたいと思います。さあ続いてのドライバーゼッケン131リューマ選手サムライスタイルレーシング。 See how Ryuma's going to do on his first qualify run. He's in the JZS 161 Aristo. Big body 4-door. Alright, here he comes, approaching the 3-2-1 now. Getting on it real early right there through outer zone 1. Nice job filling that zone. Got to stay back on it into this outer zone 2. Oh. Nice, filling outer zone 2, bring it back around through the outer zone 3. Overall, very nice run by リュー Ryuma. マ選手全体的にアウトラインギリギリちょっとはみ出てる部分ありましたが、なかなか勢いを殺さずにスムーズな走り。アウトゾーン1なんてタイヤがラインに乗っているところ、アウトゾーンにはちょっとはみ出てると思いますが、こちらタッチアンドゴーも少しはみ出て減点対象になりますが、全体的に、アウトに寄せています。こちらドローンの映像で確認していきたいところですが、ちょっと左のリアアウトゾーンに、はみ出ちゃっています。 Looks like outside zone 2 he is tire off through the middle of the outside zone and some tires off at touch and go. でもなんか落ち着いた感じの走りでしたが、全体的にまとめてきました。 Looks like he had everything in the bag. Few tires off, but it's an 83. リューマ選手83ポイントです。さあ、続いてのドライバーゼッケン2番ラバー博士 AMC Racing. Dr. Rubber at the line. See how he's going to do here. First qualify run in his S14. There he is coming around outer zone 1. Back around through that outer zone 2. Looks like he struggled a little bit approaching that outer zone 2, bringing it back around the outer zone 3. さあ全体的に、ラバー博士なんとか走り切りましたが、アウトゾーン2の部分少しアングルを立てるような感じ。しかしライン的にもなかなかアウトゾーン通れたんではないでしょうか。 Looks like he did a fairly good job on the outside zones. Leaves outside zone 1 a little early, goes into outside zone 2 a little late, but overall does an above average job on the line. 勢いも全体的に殺さずになんとか、1走目走り切りました。さあ、ラバー博士1本目83ポイント。 That's 83 for Dr. Rubber's first qualify run. なかなかのスコアです。さあ続いてのドライバーゼッケン34番斉藤翔選手 Project サツ Team SHS. Shoal Saito in the JZX90. First qualify run.
Suffered some mechanical issues during practice, but was able to get the car back together due to his team. And here he is bringing it around to outer zone 1. Nice job through that zone. Filling all of outer zone 2. Here he is with a transition through that outer zone 3. Very nice right there through outer zone 4 and a strong finish. これは、ライン的にほぼ完璧。ちょっとアングル少しヨレッとしたところありますが、アウトゾーン2でもこれは多分ラインギリギリぐらいかなと。タッチ&ゴーもラインの上、そしてバンパーアウトゾーン3の方ですね、綺麗になぞっていきましたが、さあこれはラインはもう完璧に走り切りました。あとは、アングルとスタイルですね。That might be the first full score that I give for a line because he was pretty much on the outside of the track. We'll see what the rest of the other judges have to say. Oh! さあ斉藤選手1本目91ポイント91ポイントです。That's a 91 from Saito, so he is tied for the first qualifying run with Mizuno 選手と現在タイ、2本目のね走行が何ポイントになるかによりますが、現在1本目予選トップタイとなりました。続いてのドライバーゼッケン320稲岡拓也選手Vehicle Racing. Takuya Inaoka ready to go at the line. First qualifier run. Struggled a little bit through practice. But look at that, coming in real hot, real early into this outer zone 1. And man, nice job through that outer zone 1, filling all of outer zone 1. Looks like dipping a tire right there through that top part of outer zone 2, but able to get back on it. Dipping a tire through outer zone 3. Very aggressive, but maybe too aggressive on some of those zones. そうなんです。ケニーが言った通りすごくアグレッシブな走りだったんですが、ちょっと行き過ぎた部分少しありますが、元気は買います。もちろん、全体的にラインもうまくトレースしました。少し、角度アウトゾーンに出てくるところも少しゆらっとしましたが、走り切ったところです。It looks like he wavered a little bit coming out of outside zone 2, and like you said, I love the aggression, but at the same time he did go a little overboard on some of the areas. さあ、元気いっぱいの走り、稲岡選手1本目86ポイント That's 86、from 稲岡 's first run. なかなかの得点ではないでしょうか。80点後半は It's pretty good to get the late 80s on your first run. さあ続いてのドライバーゼッケン78番池本和馬選手 Progress Project Mu Motis. Kazuma Ikemoto, first run. Sitting in 9th right now. Very aggressive approach here in the outer zone 1. Nice job filling outer zone 1. Now he's got to hold on to it through this outer zone 2. Able to fill outer zone 2 right there. Here's a transition back around through the outer zone 3 on the back edge of outer zone 3. Just a little shallow through that outer zone 4. いやこちらも、勢いがある、走りでした池本選手。さあアウトゾーン1トレースして、アウトゾーンにちょっと、入るのが遅い部分、そしてタッチ&ゴーも1脱ギリギリ1脱かな。でアウトゾーン3もちょっとアウトまで寄り切れなかったんですが、全体的にまとめた走りでした。There's a few flaws in his run, a tire off at touch and go, not going into the outside zone 2 as early, missing outside zone 3 a little bit, but overall looks like a pretty clean run. There you go, it's an 84 by Ikemoto. 池本選手1本目84ポイント。84ポイントです。さあ、どんどんスコアが上がってきましたが、みんなに続けるのか、ゼッケン115。次のドライバー浜田清文選手 GH Racing. Everybody's upping their scores as we go, so let's see if we can do the same. Fumi Hamada right here, leaving outer zone or a 3-2-1 into this outer zone 1. Nice job filling that outer zone 1.
bringing it back around through that outer zone 2 here, switching back to outer zone 3. Yeah, this driver right here, very aggressive. 浜田選手もちょっと抑えられるところを抑えきれない感じでしたが、元気がある走り、ちょっとだけタイヤが、アウトゾーン1、そしてアウトゾーンに少しだけ出てしまいました。そしてタッチ&ゴーも微妙に右のリアタイヤちょっとアウトに出てしまいました。そこだけ綺麗にすればもちろん高得点につながると思いますが、あとはアングルと、スタイルの得点を足した結果がどうなるか。 He looks like he went slightly overboard on outside zone 1, 2, and touch and go. Pretty much like a tire off, or maybe even half a tire off. But overall, I think we're looking forward to seeing good score. さあ、なかなかの走りだった浜田選手、87ポイント。87ポイント。That's an 87 by Hamada's first qualify run. さあ、80点後半を出してくると、後々安心して走れるでしょう。さあ、続いてのドライバーゼッケン514野村圭一選手、Team Kyushu Uras and Cusco. Keiichi Nomura, the beautifully built R34 Skyline. Here he is coming around the 3-2-1. Nice job there, filling outer zone 1, bringing it back around to this outer zone 2, staying on it. Here he is transitioning a little late through that outer zone 3 right there. Definitely throwing him offline on that outer zone 4. ちょっと、アウトゾーン2の後が少しラインが崩れてしまったようですが、アウトゾーン1タイヤうまくラインの上トレースできました。そしてアウトゾーン2の入りから結構早い段階でアウトゾーン2通れましたが、角度があまりつかずタッチ&ゴーでちょっとはみで、その後、アウトゾーン3でも苦戦してしまいましたが、So here you go, like you said, not throwing as much angle coming out of outside zone 2, kind of put him in a situation where he doesn't fill the zones correctly. He does go off, tire off at touch and go, and also doesn't fill outside zone 3. But the first half of the track, pretty good. さあ、1本目、前半が良かったんですが、後半ちょっと崩れてしまいました。野村選手79ポイント。That's a 79 for Nomura's first run. さあ FDJ2 常連ドライバーです。続いてのゼッケン840山下和孝選手 Cuz Power Waco's K Factory. Kazutaka Yamashita and his VR powered 180SX ready to make his first qualify run. There he is. Oh, unable to hit that outer zone 1 right there, throwing him offline through the outer zone 2, just getting into the back half of that outer zone 2. And yeah, early on, bad start right there in the line and just unable to fill those zones. これは全く、アウトゾーントレースできていない山下選手。アウトゾーン1はボックスにも入れず、アウトゾーンにもギリギリ最後の入った感じ。ちょっと振り返しももたつき、タッチ&ゴーも、うまくトレースできなかったみたいです。こちら上空から見てもですね、ちょっとゾーンから離れているのがすごく目立ちます。Not looking good for Yamashita. He's qualified first previously at other rounds as well, so maybe something's going on. 以前もね、1位通過をしている山下選手なんですが、なんと今回1本目の走行は残念ながら山下選手51ポイント。That's a 51 by Yamashita's first run. ちょっと、ラインが厳しい走りでした。Not so good on the line. さあ続いてのドライバー、現在シリーズランキング5位です。ゼッケン220石塚真一選手、アートグラージ S クリーブスノコウステリア。Shiichi Suzuka sitting 5th right now, so our top 5 drivers right here. Here he is coming around outer zone 1. Not too bad, could have been a little deeper there.
and left a little bit early through that outer zone 2. But bringing in some heat through that outer zone 4 for a strong finish. さあアウトゾーン3ですが、うまくトレースできたんですが、このアウトゾーン1ちょっと早くにゾーンを出てしまいまして、アウトゾーン2深さでいうとちょっと足りないかなという感じです。しかしベテランらしい走りで1本目まとめました。 Looks like, he knows what he's doing and he seems like he's accomplishing his first run to get a score in. という感じで、石塚選手の1本目が終わりましたが、スコアは、石塚選手1本目71ポイント。石塚 first run is a 71。さあ前回表彰台を惜しくも逃した、ゼッケン168箕輪正代選手 Heyman。 Masayo Mino ready to go. Suffered a little bit of damage through practice, the private practice yesterday, but it looks like the car squared away, making it happen here. Let's see how the first qualifier run is going to be. Here she is, leaving outer zone 1 right there, trying to make it all the way out deep into that outer zone 2. Got a little bit halfway through that zone, bringing it back around. Real shallow flick right there through that outer zone 3, so not the cleanest run that we've seen from her. さあ箕輪選手、昨日の練習ではちょっとクラッシュしてしまいましたが、アウトゾーン1ちょっと早くに出てしまい、アウトゾーン2も少し遅れて入る感じ、角度がちょっと浅いまんまタイヤも1本、タッチアンドゴー付近で出してしまいました。ちょっとライン的にはちょっと厳しいスコアが少しついてしまいますが、箕輪選手1本目、なんとかスコアを入れてきました。67ポイントです、箕輪選手。That's a 67 from Minoa's first run。 ちょっと昨日の、クラッシュが少し響いているのか、1本目は67ポイントです。That's a 67 for a first run。さあ、前回3位表彰台、ゼッケン13番中村マイキー選手、マイキー Racing with 南米。 All right, here we are, our top 3 finishers of Suzuka Twin Circuit now. Number 13, Mike Nakamura is Mike's Racing JZX 100. Nice job through that outer zone 1. Just carrying it through here, trying to get all the way out, dipping a tire right there through that outer zone 2, but transitioning back around through outer zone 3 here. Woo, and just holding on through that outer zone 4. さあ中村選手1本目ですが、ちょっとアウトゾーンにタイヤが出てしまいましたが、なんとかトレース、そしてタッチアンドゴーの付近でも右リアタイヤが1本コースアウト、そしてアウトゾーン3もうまくトレースできなかったですが、1本目、アウトゾーン1ですね、綺麗に走りきれましたので、まずまずのラインのスコアかなと。あとはやはり、この角度と踏みっぷりの良さですね、後のジャッジがどうスコアを入れてくるか。さあ中村マイキー選手1本目83ポイント。 That's Mikey Nakamura with the 83 for his first run。さあ続いてのドライバー、ゼッケン888ジャマケン選手、今年から FDJ2 フル参戦、ラウダダカンパニー with freestyle。 John McKen right here, getting second at Suzuka. Just a little shallow and a huge correction after that outer zone 1. A man trying to throw down here on the second half of the track into that outer zone 4.
We'll have to check out that transition from outer zone 1 to 2. 今のアウトゾーン1から2の振りが行く部分ですね。ドリフト状態を持っていけましたが、綺麗な走りとはちょっと言えないかなと。勢いも少し殺してしまったのかなというような走り。ジャマケン選手1本目ちょっと大切に走りすぎたかもしれません。Looks like he took a little too easy on his first run to get a score in, and doesn't look as committed. He looked like he was off throttle for a while for some of the areas. さあ、ジャマケン選手1本目は、70ポイントですね。ジャマケン gets 70 points for his first qualified run. さあ、予選1本目最後のドライバーとなりました前回優勝ドライバー与座ハリー選手 from Harry's Auto with Big Kid Blocks Japan. Harry Yoza right here finishing first overall, and Suzuka sitting first in points right now in his R32 Skyline. See how he's going to throw down. Is it going to be enough to beat the 91-point top score we have right now? He's wrapping us up for our first round of qualifying for FDJ2. Nice job filling that zone, bringing it back around. Very aggressive. Nice run overall. いや、与座選手のライン結構際いいところ走りました。ちょっと今、リプレイでも確認しなきゃいけないんですが、本当にギリギリすぎて出てるかどうかっていうのがちょっともうオンザラインですね。1本目アウトゾーン1、そしてアウトゾーン2もタッチ&ゴーもなんと与座選手、ラインをうまくトレースしていけたと思います。 Looks like line wise he's pretty much on the money. He's on the line. I thought he was dipping a tire at outside zone 1. He didn't. Looks like he's not outside zone 2. Touch and go, he's on the line and goes to outside zone 3. That's pretty much a perfect line score for me as a line judge, but it really depends on what the angle and style judge have. Exactly. What a way to finish this first round of qualify for these FDJ2 drivers. So here it is, the suspense on what his score is going to be for his first qualify run. さあ、与座選手勢いもあったのでどんなスコアが入るのか楽しみです。 Looking forward to seeing what he is going to get for his first run. Pretty exciting to see, and also a fairly good run or a good line. さあ、与座選手92ポイント、1本目92ポイントです。 Harry Yoza gets a 92 for his first run, actually leading the qualifier right now after we finished all the first runs. 1本目が全て、走り終えたところで現在最後に走った与座選手が92ポイントで、現在1本目の予選リードです。 Yeah, so what do you think about that run that Harry Yoza just did? Man, what a way to finish up that round right there for the first part of qualifying. But I didn't expect anything less, because that's how he comes out every single time, just like he did at Suzuka Twin Circuit. And here, see him second round coming out like this, he's ready to be podiumed again. いや今ね、さすが前回、鈴鹿をですね、勝ち抜いた、与座選手なんですが、この一戦でも多分表彰台を狙ってるんではないかと思いますが、さあ、数分後、10分後ぐらいですかね、にこの2本目の走行を、再開させていただきますが、 We're going to go ahead and get into the second half of the qualify that we have, probably in like about 10 minutes. So we're going to take a short break, and we're going to go ahead and have something streaming for you so you can see, so you can watch, but you can be back in 10 minutes. 10分ほどのね、ストリーミングを行います。 V が流れますので、まあ僕らのね英会話レッスンもその中で、ちょっと映像が流れると思うんでね。 There's like a little English teaching lesson that we've always been doing for the FDJ series, me and Kenny. We're going to see the visual of that while we're waiting. We're going to be back in about 10 minutes. 10分ほどで、また皆さんお会いしましょう。 We'll be back in about 10 minutes. Perfect time to go to the bathroom, man. Yes. 突然ですが、ケニー・ハリスのワンポイントドリフト英会話講座です。
我らがケニー・ハリス君に、ちょっと、ワンポイント英会話レッスンというか。Is the first zone. It's called Outer Zone 1. Outer Zone 1。アウターゾーン1です。さあ、こちらですね、英語で書くとこんな感じなんですが、Say one more time. Outer Zone 1. アウターゾーン1。Outer Zone 1。Here comes a car entering into Outer Zone 1. そして、Initiation. ということで、アウターゾーン1にじゃあ入る前のこのイニシエーションですね。Go ahead and say that in a In the sentence, coming up into the 3-2-1 cone, here they are coming in, initiating into Outer Zone 1. でイニシエイリン、イニシエーションのことなんですが、イニシエーションというのはその振り出し、という意味を、ドリフト用語では表しているので、アウターゾーン1、そしてそのイニシエーション、振り出しからアウターゾーン1に行く、動作をじゃあもう一回ケニーに言ってもらいたいと思います。Alright, one more time from initiation to Outer Zone 1. Alright, here they are coming into 3-2-1 cone, initiating into Outer Zone 1. という感じで、321のコーン来ました。イニシエーションをしながらアウターゾーン1に向かっていますという、感じでドリフト FD 見ながら英語の勉強になると思いますので、楽しんでみてください。Thank you, Kenny. ありがとう。ケニーとラビーの英会話レッスンということでですね、ここスゴーラウンドにやってきましたが、この人一体誰と思っている方もいらっしゃると思いますが、彼はフォーミュラドリフト USA のジャッジ3人のうちの1人、クリス・ユールさん、アメリカから今回のラウンド来ました。彼ね、すごくシャイなんですよ。ということで、 So last time, round 2, we learned the word outer zone. This time we're learning proximity. proximity、英語のライブストリームのよく使いますが、proximity という言葉、実はその近さとか接近しているその感覚とかっていうのを大まかに意味しているということで、proximity、ドリフトならではの言葉なのかなと僕は思います。 Fine tune his tandem right here and close that proximity. Looks like he's given a little bit too much, but there you, and by keeping that close proximity to Salmon all the way through, Hodayuchi's going to close that proximity on him right here, dialing in this up. ライブストリームで聞いてる時にちょっとあれかなっていうだんだん分かっていくと面白いかなと思いますので、この先もこのコーナーが続く限り、いろんな言葉を皆さんにお教えしたいと思います。ということでケニーとラビー、そして今回はクリスの英会話ワンポイントレッスンでした。 Thank you。 すっかりおなじみとなったこのコーナー、ケニーちゃん、ラビーちゃん、 Here we go! Welcome everyone to Kenny and Robbie's Trackside English Session. ようこそ皆さん、ケニーとラビーの、サーキットコース、英語レッスン、ちょっとシリーズ化してきたんでちょっと楽しいんですが、 I think it's becoming a series, so I'm kind Yes, of yes. interested. We're just trying to help y'all out there that are viewing on the English channel understand a little bit of what we're talking about on our side. 今日はですね、また用語、言葉をちょっと教えようかなと思っているので、こちらまず Go ahead. Lead. リードですね。そしてChase. チェイス。さあ、lead and chase、 こちらはですね、lead car はもちろん誰かをリードするとかよく日本語で使われますが、リードというのは先行の車両、そしてチェイスは追いかけるっていう意味なんですが、チェイスが後追いの車両ですね。 Here we are. We have car A leading while we have car B will be in the chase position. ということで今ポジションというのを最後に入れましたが、リードポジション、そしてチェイスポジションが、ドライバー A、ドライバー B、 こういう風に走りますみたいな感じで今を説明しました。あと2つのワードをご紹介。 But I'm excited. I'll see a beautiful one. It's just so beautiful. Just no words to say how good it is. Am I spelling this right? Yes, you are. And give me then the another other one is amazing. That's where the excitement comes out, where it's like, man, that was an amazing run. さあ今最初に言った言葉、こちら Beautiful Run、 綺麗な、素敵な走り、といった、言い方です。そしてもう一つ2つ目に言ったのが Amazing Run、 素晴らしいという、言葉なのでね、綺麗な走り、そして、Amazing な走りというのも、ちょっと聞き分けながら、英語の放送をちょっと楽しんでもらいたいなと思います。 Oh man, the lead driver is out there. He's had a beautiful day of driving, but let's see how he's going to do. But the chase guy has to give an amazing chase to make it exciting for you viewers out there. ということで先行の車は、素敵な走りをしていますが、その後追いの車はもうアメイジングな、後追いをしないと
ダメですね、という、説明を今したので、皆さん、そういう部分も少し、気にかけながら、英語の放送を楽しんでもらえればなと思います。さあそれでは Kenny and Robbie's Trackside English Lesson、また次回ご会いしましょう。 Thank you、Kenny。 ありがとう。それではフォーミュラドリフトの審査方式について説明しよう。フォーミュラドリフトは3人の審査員によって審査が行われる。各審査員は走行ラインをチェックするラインジャッジ、ドリフトアングルをチェックするアングルジャッジ、そして走りを統括的にチェックするスタイルジャッジが担当する。ラインジャッジ、アングルジャッジの審査のため、コースには4から5箇所の審査ポイントが設定されている。設定されているのは主にコーナークリップ付近、ポイントとゾーン、コースによってはタッチ&ゴーがあり、この4から5箇所の審査ポイントでマシンの挙動がチェックされる。ラインとアングルジャッジは審査のポイント1箇所につき最高5点または10点。審査ポイントは全部で4から5箇所、最高30点がドライバーに与えられる。もう一つがスタイルジャッジ。スタイルジャッジは主に走行中の車全体の流れをチェックする。このスタイルジャッジでは最高40点が与えられる。すべての点数を合計すると最高100点。ドライバーたちはこの100点を目指しチャレンジするのだ。さて、審査基準は次の通りである。ラインジャッジでは審査ポイントで確実にクリップについているかが重要。クリップから離れていくに従い得点は下がってしまう。アングルジャッジはクリップでのドリフトアングルが審査の対象。当然アングル、角度が大きいほど得点は高くなるが、戻ってしまったり不安定な場合は減点の対象となる。そしてスタイルジャッジ、スピード、スムーズさ、迫力、またドライビングから感じられるコミットメント、パッションもスタイルジャッジにおいて重要な要素である。審査では車の不必要な挙動、ブレやふらつき、メリハリのない走行などが減点の対象となる。またスタート時のエンジンストップ、フライングやパイロンタッチ計3回、審査コーナーでのスピンは即座に0点、コースからはみ出した場合は減点または0点の場合もある。ステアリングの角度が0度になるようなアンダーステアも含め、審査員の判断で0点になる。
What's up, guys? It's Frederick Gaspo, and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban. Made in Japan. Breed. All right, and we're back here for round two, the second half of qualifying here at the 2023 Yokohama Presents Formula Drift Japan FDJ2 here at EBISU Circuit West Course in the Fukushima Prefecture. さあ戻ってまいりました2023年横浜タイヤプレゼンツフォーミュラドリフトジャパン FDJ2 Round 2恵比寿サーキット予選2本目の、スタートをしようとしていますが、僕らの英会話レッスンどうでしたか？ How did you like our English lesson that we had, me and Kenny? Pretty good, huh? Not too bad, yeah. 楽しんでいただけましたか？ But for you, those of you viewing on live, you can see right now that's the standings. Looks like 78 is the cutoff point right now for points on qualified. そうですね、今画面左に映っているのが、現在のポイントランキング1位から、今16位の、ボーダーラインが78ポイントというところ、78ポイント付近の選手はもちろんね、2本目高いスコアを取りたいのであろうと思いますが looks like they're going to have to fight for that because there's a couple of 78 in there. So you know what? Shout out to the FDUSA fam and also Joyce, our guardian angel. Exactly, on the live protecting stream. us on the live stream. So yeah, thank you for staying up, being with us and making it happen on the US side live stream. さあということでね、2本目も、エキサイティングな走りをなんとね、今回 FDJ2 でも90ポイント以上、前回の、恵比寿ラウンド FDJ2 のラウンドなんですが、その時の、一番高いスコアでも80点台でしたが、今回、現在シリーズランキングもトップの、ヨザハリー選手が92ポイントを叩き出しております。なのでね、全体的にまとめるとちょっと行き過ぎたドライバーもいれば消極的になりすぎたドライバーもいるので、そこのいいアベレージを、取れればいいなと思います。So Harry Yoza currently sitting at a 92, got a better score than their first or than our FDJ2 round that we had here last year. That was by Matsui. That was an 80-something point run. Harry Yoza doing a good job, and also some of the drivers we saw they went a little too far, and some of the drivers did a little too less, and ended up with lower score. So we'll see. So it looks like they're having issues with Ken's car again. The Altezza. Yeah, that's it. I think they're throwing in the towel. Unfortunately, all the way from Hong Kong, Ken Young, second run. They are not going to run. 残念ながら、香港から出場のケン・ヨン選手、HKGSA、リタイアということです。That's gonna be a no run for Ken Young。残念です。マシントラブル、昨日から煙が出るという、タービンなどいろいろちょっと変えてみたのですが、原因不明の感じで今リタイアとなってしまいました。So that's gonna be a double zero for Ken Young. They've been suffering issues on the car. They said they were smoking, changed the turbo, did all kinds of things.
and the car is severely damaged in some way. It smokes a lot. I'm not sure what the call was, but they are not driving. And the second run, 2本目は、残念ながら走行しないということで、リタイアということになってしまいますね。Yeah, it's very unfortunate right there. でせっかく、香港の方から車を、運んできました。自力でバックはできるようです。Looks like they can back up on under its own power. All the way from Hong Kong. They shipped the car over as well. And I think that's why you missed the first round because the car wasn't here yet. FDJ2 もね、全線出場予定だったんですが、車の運送でちょっと前回は間に合わなく、今回やっと間に合ったんですが、トラブルで走行できない状況ですね。香港でもやっぱりカーコミュニティがあるのでね、向こうでもドリフトも流行っている、スポーツの一つ、ということで代表としてケン選手来ましたが、ちょっと車を押されながら退場ということです。残念。I mean, motorsports is pretty, big in Hong Kong as well. Drifting is pretty big in Hong Kong too, so it's unfortunate he couldn't run this time. Let's go ahead and go to the drone footage of the track. ドローンの、ね、映像をちょっと皆さん見ていきたいと思いますが、来た、来ました。こちらね、コース攻略です。Looking at the drone's footage of the track. Here you go. Coming up to the 3-2-1 cone, initiating at the end of the cone. 3-2-1のコーン、1のコーンまでに振り出し、アウトゾーン1を左側、ドリフトしながら、できる限りアウトのラインに近い状態で走り、このアウトゾーン2もですね、ちょっと R がきつくなる部分、こちらもアウトゾーンにギリギリ左側寄せていただき、タッチ&ゴー右側、この箱の中、どこでもいいから深いところまで行った結果、アウトゾーン3も寄せてフィニッシュライン、ドリフト、しながら終了。Going through the touch and go, going as deep as possible in that touch and go, and also going through the outside zone 3 and finishing through the finish line. No, Robbie was tapping me like I was sleeping. No, I was viewing in on the comments here by y'all. さあ、予選2本目のトップバッターになりますね。K119 谷川博和選手、Team Growing Up 1本目です。先ほど80ポイント、獲得なのでね。Tanigawa got an 80 on his first qualified run. He set us off straight, made it happen. Let's see if we can increase this 80-point first qualified run. It looks like coming in hot this time around through the 3-2-1. Nice job right there. Very committed to that outer zone 1. Dipping 2 tires, bringing it back around real shallow through the outer zone 2 here. But yeah, nothing to lose and throwing it all out there on the line into this outer zone 4 with a strong finish there. ちょっと、アウトに、1でですね、タイヤ離脱してしまいました。そこも減点になってしまいます。そしてアウトゾーンにどうにか寄せていきましたが、アウトゾーンに近寄りきれず、アウトゾーン3とですね、タッチ&ゴーのエリアは、非常に良かったんですが、最初の、コースの前半ですね、アウトに寄り切れない状態です。勢いは結構あったんですけど、やはり、ゾーンを通れないとちょっと、スコアも落ちていきます。He had a lot of momentum, but the outside zone's not tracing it as well as he was supposed to. Ends up getting a 73. Tanigawa gets a 73. 谷川選手2本目は73ポイントということで、1本目の80ポイントが予選の、スコアとなります。さあ続いてのドライバー、ゼッケン67番大友隆一選手、小松レーシング、1本目は78ポイント。Otomo getting a 78 on his first qualified run. Komatsu Racing car here. His car can definitely perform. Here he is coming around. Nice job filling that outer zone 1, bringing it back around into this outer zone 2 here.
Nice smoke trail, swinging it back into this outer zone 3. Little e-brake pull there, not able to, and losing it right there at the finish, but unable to get to that outer zone 4, and yeah, just losing it right into the finish. Or sorry, yeah. Yeah, touch and go outer zone 3。いやー、今のアウトゾーン1、アウトゾーン2、かなりいいラインで、ちょっと角度は浅めだったんですが、フィニッシュライン越えたところで残念なことにスピン。こちらですね、タッチアンドゴーもいいところを走り、アウトゾーン3は、ちょっとアウトに寄り切れない部分がありましたが、残念ながらフィニッシュラインでスピンをしてしまったので、ノーポイント。That's an incomplete for Otomo's second run。1本目の78ポイントが予選のスコアとなってしまいます。78ポイント、今ボーダーラインだから、後の走行を走る、選手たち見守りながら祈るばかりだと思います。He's going to have to pray for the score to not change so much。 さあ続いてのドライバーゼッケン117、現在62ポイントの稲岡祐希選手、Junction and Deere Motorsports。 Inaoka sitting on a 62. Not safe right now, has to increase his score, bringing it around to this outer zone 2. ちょっと出過ぎかな。 Looks like dipping a tire possibly through that zone, bringing it back to this touch and go into this outer zone 3 here. Nice strong finish there, but is it going to be enough to boost that 62-point first qualifier run? ちょっと、脱輪などアウトゾーン1でもですね、ちょっと早く出過ぎてアウトゾーンに最初から入っているんですが、体勢を崩しアウトゾーン、2でもタイヤが出てしまい、タッチアンドゴー一番深いところではなく、ちょっとアウトまで寄り切れない、部分、そしてアウトゾーン3でも少しアウト寄り切れない部分ありました。ちょっとアウトゾーンでも2脱ぐらいはしているんではないかと思いますが、全体的に先ほどよりはね、ラインがスコアを上げているんですが、これでスコアは上がるのか。 It's gonna be a better score or what? ちょっと届かない。稲岡選手66ポイント。 That's a 66 for Inaoka's second run, and that might not be good enough for the qualify. Yeah, you need to get at least a 78 or above is what the breaking point looked like. So unfortunately, 現在78点以上なので、残念ながら予選敗退となってしまいます。続いてのドライバーゼッケン417、椎名美月選手、堀内ファクトリー、現在ノーポイント。 Sheena sitting on it incomplete right now. He is coming around into this outer zone 1, able to get all the way out to that outer zone 1, bringing it back around through the outer zone 2. Just holding on right there, switching back around through the touch and go into outer zone 3 here. ちょっと回転が落ち込んでいく部分ありますが、なんとか今回はドリフト状態で全体的に走り抜けました。 Looks like RPM's dropping, but he was able to keep the car sideways somewhat, leaving the outside zone 1 a little early and getting into outside zone 2 a little late, but fills the zone okay. Change in angle, gets very shallow, gets to the outside of touch and go. タッチ&ゴーも奥まで行けています。さあライン的にはね、なかなか、だと思いますが、あとは全体的に何ポイント、アングルとスタイルがついてくるか。こちらアウトゾーン3もちょっと、早くゾーンを出てしまいました。さあ椎名選手77ポイントだと77、ちょっと及ばず。椎名選手、残念ながらここで予選敗退となってしまいました。残念。Unfortunately, he is not going to qualify. He's the point away from the borderline. さあ続いてのドライバーゼッケン350、鈴木一正選手、 APG Japan Carzoo Racing。さあこちらも1本目ノーポイント。 Also sitting on an incomplete. Yeah, we're going to see how Suzuki's going to do here. If he's going to play it safe to get points on the board, is he going to throw it all out there? Filling all of outer zone 1 right there, bringing it back around through the outer zone 2. Not bad at all. Transitioning around through the touch and go.
and got a run in, but we'll see if it's enough to be competitive and above a 78-point qualifier run. ちょっと全体的にも元気がない、角度もそんなについていない。しかしラインはなんとかトレースするような走り。アウトゾーン1ではまあまあ寄り切ってる。アウトゾーンにちょっとゾーン及ばず、ちょっと入ってはいるんですが、全体的にはそこまでアウトに寄れていない感じですね。さあこちらドローンの映像、そうですね、アウトゾーンにあまり、入りきれておりません。さあアウトゾーン1が良かったんですが、他がちょっと、ラインがスコアを落としていきましたが、アングルもちょっと足りないかなと。いやー残念ながら70ポイント、鈴木選手もここで予選敗退となってしまいます。Unfortunately, that's a 70 for Suzuki, and that's not enough to qualify today. Yeah, very unfortunate right there. 残念です。さあ続いてのドライバーゼッケン215、こちらも、現在ノーポイントです。高田健選手、グラージスカータ with Auto Shop Wise、 なんとか得点を入れたい。Takada's got to throw down, sitting on an incomplete. Look at that very aggressive approach here through the 3-2-1 into outer zone 1. Real shallow through that outer zone 1. Shot a little bit in, approaching that outer zone 2, bringing it back around through the touch and go. Oh, and Jess holding on through the finish right there. Will this be enough? Sitting on an incomplete right now. いやーちょっとアウトゾーン1もですね10ポイントある部分で大きく逃してしまいました。そしてアウトゾーンに半分しかトレースできません。全体的にラインがずれてしまったのか、タッチ&ゴーは、まずまず。しかしアウトゾーン3も少し早く離れてしまった感じです。Looks like he could not trace the line as well as he was supposed to. 残念ながらこちらも高田選手得点が52ポイント。That's a 52 by Takada, and that's another driver that will not be qualifying. こちらもね残念ながら予選敗退となってしまいます。さあ次のドライバーです。こちらも、現在ノーポイント、ゼッケン66番岡田龍馬選手、K's Racing。Okada also sitting on an incomplete. So far, all the incompletes have been able to throw a score down, but it just hasn't been enough to beat that 78-point breaking point we have right now for qualifying. Out of the 37 cars we started out with, we're only getting 16 into the top 16 here, so that's 21 drivers that are going to be going home. いやー本当狭きもんですね。37台中なんと16台、しか予選通りません。ということで21台は、予選不通過となってしまいます。さあ岡田選手の2本目。Oh, real shallow there. Oh, and unable to get out to that outer zone 2. Starting off wrong in the wrong line from outer zone 1, and yeah, taking a pylon out through the touch and go. Not the cleanest run we've seen from Okada. いやーこれは、岡田選手1本目2本目ともにノーポイント。残念ながら予選敗退となってしまいました。 Unfortunately, that's 2 incompletes by Yuma Okada, and he is not going to be qualifying for today's top 16. こちら Let's make it official. It is an incomplete. 0点出てしまいました。ノーポイント岡田選手、ちょっと何かが噛み合ってない様子でした。さあ続いてスタートに、ゆっくりと車を進めてきているのがゼッケン32番大関和也選手、 Twins Inc. with 村田 Motors with Tops Racing。 さあこちら大関選手、先ほどは82ポイント。Ozeki sitting on an 82 for his first qualifier run. Expecting for him to throw down here. Nothing to lose. Pretty safe with an 82. And here he is coming into the 3-2-1. Nice shot filling outer zone 1. Trying to get back on it. Oh, what a correction right there through that
half of outer zone 2 there and then dipping a tire. So unfortunately, yeah, that huge correction straightening after he left outer zone 1 is going to affect him. ちょっとアウトゾーン1から2にかけてですね、ドリフト状態保てず回転が落ちてしまいまして、なんとかねクラッチを蹴りながら回転上げていたんですが、及ばずということで車がまっすぐの状態でアウトゾーン2を出てきたということで、今回2走目はノーポイントです。 That's going to be an incomplete. Looks like he was touch kicking it, trying to get the car to stay sideways, but that's official. It's an incomplete, but he is sitting on an 82 from his first run. Yeah, very safe at an 82. 82ポイントね、1本目で取っているのでちょっと安心かなというところですが、まだまだ分かりません。スコアを上げてくる78ポイントのドライバーもいっぱいいるかもしれません。 You never know what the drivers are going to do, so you can never be safe unless you got 100. さあ続いてのドライバーです。こちらのドライバーも1本目ノーポイント。ゼッケン767ラーマン・ラッセル選手、RS 渡辺、ガリトリ・カイ、Buy Now Japan. Marcel coming around into this outer zone 1. Looking like he's coming in real hot, holding it down right there through that outer zone 1. Not able to get all the way out to the outer zone 2, but he's going to bring it back around through the touch and go here. Trying to finish out strong right there through the finish line. We'll see if the judges are going to give him down. 今のはアウトゾーン2からもし追走の状態でしたらほぼ一度まっすぐに近くなった状態、ここで大きくストール、力で持っていき、ちょっともうコースではないような部分も、ラインも良くない場所を通っていきましたので、ちょっとこれは、先行としては後追いができない走りということで That's going to be an unchaseable lead pretty much. やはりあそこまでの、ストールをしてしまいますと、後ろから走ってくる車、追走ができない状態ということで残念ながら、2本目もなんとノーポイント。 That's an incomplete for Rahman's second run as well. It's unfortunate but that's the end of his weekend. さあ今週末これで、ラーマン選手ここで敗退となってしまいました。残念。さあ続いてのドライバーゼッケン72番西崎智春選手、種松 Thunderbird. Nishizaki sitting on an incomplete right now. His initiation early on, he spun out. Here he is, able to carry it through outer zone 1 right there. Had to make a little bit of an adjustment on the approach to outer zone 1, but able to get through outer zone 2, swinging it through the touch and go here. Ooh, and just hanging on into that finish. 一応スコアは入るんですが、ライン的にはもちろんギリギリ走っていますが角度がすごく浅い、そして勢いもちょっと、大きく殺しているという感じですね。Not a lot of excitement, very slow paced, not filling the zones. We will have a score in, but ちょっと、ラインでは今日スコア出ますが全体的にはやはり届かない。Yeah, that was kind of obvious, but 西崎選手、残念ながら63ポイント。That's a 63 from Nishizaki. Not enough flair there, and that's going to be the end of his weekend. 今週末ここで、もう西崎選手敗退となってしまいました。勢いがちょっとなかったんでしょうか。さあ続いてのドライバーゼッケン200番、二川隆選手 R&T Factory。 1本目は85ポイント。Futagawa sitting on an 85 right now. Oh, coming in real hot into this outer zone 1. Not too bad there, swinging it back around. Looks like he dipped 2 tires through that outer zone 2, stalling a little bit, holding off, bringing it back into this outer zone 3 here, but unfortunately not able to get all the way out to that zone. ちょっ
と先ほどよりかは、ギクシャクした走りですね。もしかしたらこれは3奪になっちゃった、微妙にタイヤが出ているだけなのか、ドローンの映像でもう一回確認したいと思いますが、さあドローンの映像です。Just want to see if that's an incomplete or not at the outside zone 2. Very close, butちょっとラインのスコアはここで大きく落ちてしまうと思います。Close right there. They were reviewing to make sure he didn't dip 3 tires in that outer zone 2. まあ先ほどの85ポイントはちょっと難しいと思います。That will not top his 85 from his first run, for sure. Because there's way too many mistakes. ちょっとね、大きく失敗、している部分はありますが、2本目70ポイントということで、1本目の85ポイントが予選ポイントとなります。That's a 70 for Futagawa's second run. His 85-point run will be the qualifying score. さあ続いてのドライバー、こちらも、1本目ノーポイントゼッケン235後藤光信選手、ティーム鉄人 with Lavka. Goto sitting on an incomplete right now. Coming through the chicane now. Little hesitant on the initiation into that outer zone 1, dipping 2 tires right there. Oh, just over rotating right there before outer zone 2. ちょっと、アウトゾーン1から姿勢を崩してスピンをしてしまいました。後藤選手、残念ながら2本ともノーポイントということで、予選はここで予選敗退となってしまいました。残念。So that's going to end his weekend real quick because Goto, actually that was probably almost a 3 tire off at the outside zone, but spins out. That's going to be 2 incompletes. Not going to be qualifying for today's qualifying. いや残念です。ちょっとノーポイントが続いていますが、次のドライバーも1本目はノーポイント、2本目なんとかスコアを出してほしい。ゼッケン28番、深田樹選手、Toto House Team Dunlop. Female driver, would like to see her fulfill her father's vehicle. お父さんの、車両である深田選手の車両を狩る深田選手。Here she is, Fukada, sitting on an incomplete right here. Like Robbie said, driving her father's car because unfortunately her car was not doing too well. And here she is ripping around the outer zone 2. Nice job filling that outer zone 2. That's where she made the mistake last time, but fixed it right there, bringing it back around to the touch and go into this outer zone 3 right here. And I gotta say, what a huge improvement from the first ラインしか qualifying 自 run. 分見てないんですけど、結構すごいです。パーフェクトにほぼ近いライン取りですね。That was almost a perfect line. Maybe even better than her father. Oh yeah, お most 父さんよ definitely. りもしかしたらいい走りだったかもしれないですね。さあアウトゾーン1、うまくトレースできました。ちょっと角度が不安定だと思いますが、アウトゾーンに誰よりも早く、そしてフルに入ったんではないでしょうか。ペースが、すごい速いペースでは走っていなかったんですが、全体的にラインをまとめるような走りでした。Looks like she was really concentrating on running the outside line. I think that's the most prettiest outside zone 2 I've seen today from any driver out here. Yeah, most definitely. Filling the zones, making it happen, and that's where she made the major mistake on her first qualifier run that gave her that incomplete. いやこちらラインだけ見てますと、かなりの高得点かなと思いますが、他のね、アングルとスタイルの得点が入ったら何点になるのかちょっと楽しみです。Looking forward to seeing what the total score is going to be because I'm concentrating on the line score right now. さあ深田選手、2本目88ポイント。That's an 88 by Fukada. What an incredible run by this young female driver. この若き女性ドライバーの2本目、素晴らしい走り、88ポイント。さあ続いて、1本目で一番最初の90点台を叩き出した水野俊彦選手、2本目の走行
Blast Black MY ガレドリカイ。2本目の走り。Mizuno right now sitting on a 91. Wants that top spot. Very hungry right here. Coming aggressive into that outer zone 1. Nice job right there. Swinging around in this outer zone 2. ちょっとギブアップしてしまいましたが、アウトゾーン1姿勢はすごい綺麗だったんですけど、残念ながらアウトゾーンを抜けるところでですね、ドリフトやめてしまいました。He looked really good going to outside zone 1, but coming off outside zone 2, it looked like he kind of gave up on the run. So unfortunately, that's going to be an incomplete. 今のは、0点となってしまいますが、1本目、水野選手は91ポイント。Mizuno sitting on a 91, so he has nothing to worry about. That's one of the highest scores that we have today. Exactly, sitting pretty, and you can see right there, it's getting windy out here. ちょっとね、風が、強くなってきましたが、さっきの深田選手が走った後いきなり風を巻き起こした走り。Right after Fukada ran, she just kind of like brought the hurricane, brought or the storm. Typhoon or storm, yeah. さあ続いてのドライバー、現在72ポイントちょっと届かないからスコアを上げたいゼッケン16番渡辺康太選手 AXYMR Racing with props. Watanabe getting a 71 on his first qualify run. There he is, round outer zone 1 right here. Filling that zone, bringing it back around to this outer zone 2. Nice job into this transition through the touch and go to the outer zone 3 here. We'll see if that's going to be enough, because 71 is not too safe right now. ちょっとはみ出る部分多かったです。There's a lot of areas. One tire off right there outside zone 1. アウトゾーン1で1脱。そしてアウトゾーン2。ちょっと遅れながら、近いところまでなんとか行けたようですが、アウトゾーン3もちょっとボックスの方離れてしまいました。ドローンの映像です。こちら。アウトゾーン2なんとかクリアしましたが、タッチアンドゴー少しアウトが、タッチアンドゴーは大丈夫なんですが、アウトゾーン3少しアウト早い段階で出ていってしまいました。さあ渡辺選手2本目なんとか検討しましたが74ポイント届かず。 That's a 74 from Watanabe's second run and I don't think that's enough. Yeah, it's probably not going to be enough to make it into the top 16, unfortunately. さあ先ほどもその78ポイント台に乗っているサム・ルーカス選手サミット2本目絶対にポイントを上げたい。 This is a lot of pressure on Samet. He's sitting on a 78, and I think he's right outside of the bubble. Yeah, he's right at that threshold. So we're going to see how Samet's going to do. A lot of fans on the live chat going on right now. Let's see how he's going to do here into the 3-2-1. Coming in very aggressive. Nothing to lose here for him. He's coming around. さあ、アウトゾーン1。Too much there through the outer zone 2. But man, he was throwing down like he had nothing to lose. Unfortunately, that's going to be an incomplete, dipping all 4 tires through outer zone 4. 残念、なんとアウトゾーン2、アウトゾーン1は、ライン結構綺麗にまとめましたが、ちょっと振り出しのところでですね、ここで少し角度を減らしてから、もう一度角度をつけ直すところ、残念ながらアウトゾーン2、コーン、1本目のコーンのところにタイヤもほぼ4脱というところ、残念ながら2本目はノーポイントとなってしまいます。 That's going to be an incomplete for Samet's second run. It's unfortunate because I don't think his 78 is good enough to make it into the top 16. さあちょっと、こちらね、どんどんちょっと16敗退していくドライバーが出てきていますが、続いてのドライバーゼッケン82番糸山修平選手 Makeup Garage B2。 Itoyama sitting on an incomplete right now. こちらも0点ノーポイント、なんとかスコアは入れたい。そして78、9ポイント以上取りたい。Alright, here he is in the outer zone 1. A little too shallow through that zone. Not able to get to outer zone 2 early on, but able to make it halfway through. And yeah, there's a huge correction. Same thing that happened on the first qualify run for him. 先ほどと同じ、感じで
コアが入らない。なんとノースコア2回連続で糸山選手、ここで予選敗退となってしまいました。Unfortunately, Itoyama, that's 2 incompletes, and that's it for him this weekend. なんとちょっとね、予選敗退者がどんどん、増えていきますが、しかしね、今回37台中ね16台しか通らないので、21台は、ね、予選、通れないという、過酷な環境の中、ゼッケン144、続いてのドライバーダニエル・メスマー選手、The Sideways Experience、こちらも1本目なんと、ノーポイント2本目なんとかスコア入れられるか。All right, Mesmer sitting on an incomplete here. I believe it's right here where he dipped 3 tires, and here he is coming back around through outer zone 1. Nice job, cleaned up that outer zone 1, bringing it back around through outer zone 2. Got to get back on it through this touch and go into this outer zone 4, carrying it through to this outer zone 4 to a strong finish. But is it going to be enough? さあ、今のダニエル・メスマー選手、ちょっと、アウトゾーン、ちょっとギリギリな走りになってしまうのか、アウトゾーン1、ちょっと早めに出てしまいました。Left outer zone 1 a little early and got into outside zone 2 a little late. アウトゾーン2も少し遅れて入り、タッチ&ゴーでもちょっと1本タイヤ出てしまいました。さあ、あとはアングルと、スタイルのジャッジの得点合計で何ポイントになるのか。こちらですね、ドローンの映像で見るとよくわかる通り、ちょっとアウトゾーン3でも縁までは本当はね、タイヤまたはバンパーの縁でコースアウトギリギリ行かなきゃいけないんですが、なんとダニエル・メスマー選手もここで77ポイント届かず。 That's gonna be it for Daniel Mesmer as well. 77-point run, and that may not be good enough to make it through the qualify. さあ、続いてのドライバーゼッケン786、カーン・ロハブ選手、Our Nation。ロハブ選手はもう83ポイント取っていますが、まだまだ、何ポイント、で通るか通らないかも、僕はね全部今計算しきれてないのでわからないんですが、 Not sure where the bubble is right now because there's been a few changes in scores, but right now Rohab with an 83. See how Rohab's going to do here on his second qualifier run. It sounds like he's coming in hot here, bringing in the heat, trying to take that top spot at qualifier right here at the outer zone 1, dragging it out and around to outer zone 2 here, trying to hang on through this touch and go. Nice flick there, bringing it into this outer zone 3 to the finish. ちょっと、まただと思うんですが、アウトゾーン1でですね、角度はいいんですが、やっぱりタイヤ1脱になってしまいます。Tire off at outside zone 1 and it looks like he gets a little squirmy here at outside zone 2. ちょっと姿勢を乱してアウトゾーンに入っていきました。先ほどの走行とちょっと届かないかもしれないかなと、ライン的には思いますが、doesn't look like it's as clean as what we saw on his first run with his 83, but he is going to get a score for a second run. 2本目は、もちろんスコアは入りますが、果たして何ポイントになるのか。いやー、1本目は83ポイント、2本目は77ポイントということで、1本目のスコアが予選のスコアになります。The first run is 83, the second run is a 77, so his first run is going to be the qualifying score. ちょっと姿勢を乱す部分が、ちょっとありましたが、1本目が83ということで、続いてのドライバーゼッケン773、塚本七海選手、日比野塾。こちらも今75ポイントとちょっと苦しい、予選通過か不通過か。2本目に期待です。Tsukamoto sitting on a 75. Here she is coming around into this outer zone 1 here. Filling the zone a little bit deep into that zone, swinging back around through outer zone. Oh, a correction right there through the midway point of outer zone 2. ちょっと最後はスピンだ。Taking out the finish pylons right there.
いやー、ちょっと、1本目の75ポイントだとちょっと届かないかもしれない。そして2本目はなんと残念ながらスピンをしてしまいました。車の調子が大丈夫なのかというところなんですが、近本選手も残念ながらここで敗退となってしまいます。That might be it for Tsukamoto's qualify in the FDJ2 round 2. Yeah, she got a 75 on her first qualify run, so I don't think that's going to be enough to make it into the top 16. さあ続いてのドライバー、ゼッケン10番甲斐健一選手、 D ライク鉄人。もはやね、今何ポイント出れば通るのかちょっとわからないところですが、甲斐選手78ポイント。 I don't even know where the bubble's at right now because Kai is sitting on a 78 and I'm not even sure if that's even good enough anymore. So here we are. Like he said, Kai sitting on a 78, not the safe zone. Oh, coming in real hot. Oh! いやー、勢い余ってしまった。今予選ギリギリのラインでいるのを知っている甲斐選手、なんとか勢いを、勢い余った走りになってしまいました。I know he just threw it in because he probably knew that he's sitting on the bubble. He had to do something to prove himself that he was better than some of the other drivers, but it looks like he's 4 tires off and it's an incomplete. Yeah, just saving the car right there from the dirt mound. いやー、甲斐選手は、ここでまだねわからないんでね、78ポイントが何台かいました。なので最後まで分かりません。The bubble was 78 and there was a couple of 78s. I'm not sure who's supposed to be making it into the top 16 here with the 78, so I'm not even going to say anything about any of the drivers. I think it's going to be important because you do have to be careful, but you also have to push yourself. ね、気をつけながらやっぱり得点伸ばさなきゃいけないので、ちょっとねドライバーにしては難しいと思います。Looks like the next driver's ready to go and make it happen. さあ続いてのドライバー、ゼッケン88番星敦樹選手、クスコ横浜 with mad face。 こちらも1本目残念ながらノーポイント。2本目絶対にポイントを取らないといけない。All right, Hoshi coming in right now, sitting on an incomplete. Look at that, very aggressive right now into that outer zone 1. Nice job through that zone, bringing it back around through the outer zone 2 here. Not too bad, bringing it through the touch and go to outer zone 4. Very strong finish right there. さあコースの後半は、強いフィニッシュ。アウトラインギリギリだったんですが、ちょっとアウトゾーン1半分ぐらい入ってるかなというところですね。ちょっとラインでも少し厳しい様子ですが、あとは角度、そして勢いはあったので、どのぐらいのスコアになるのか。ちょっとアウトゾーンにもね遅れて入ってしまいました。しかし1本目のノーポイント、大きく響いているんでしょうか。 Is he nervous from the incomplete he has from the first run? Is that going to be good enough? We'll see here. There you go, 82. なんと、星選手2本目82ポイント。82ポイントです。これでなんとか、つながったかなというところです。Is that going to be enough? I am not sure at all at this point. Got an 82 for a second run. さあ、ただいまちょっと、コース上にある、土をですね、コースの、清掃していますが、コースサイドでいろいろやっていただいている方々ありがとうございます。Thanks to all the staff out there running out there and cleaning, and I think that's one of our FDJ drivers. あそこフォーミュラでいうとジャパンのドライバーでもあるカンタ選手が、なんと FDJ2 そして J3 のドライバーのために怒ってます。
He looks like he's mad. He's not driving and he's brooming with the witch broom. で、海外ではね、この日本のほうき、魔女のほうきと呼んでいますが、魔女のほうきがハンター選手も結構似合ってますね。He looks pretty good with that witch broom actually. 若いドライバー。It's a good looking driver. It's a 日本でいうやっぱりイケメンドライバーの一人なんでね、FDJ でも活躍してほしいです。さあ、続いてのドライバーも若いドライバー、こちらゼッケン131リューマ選手 Samurai Style Racing, also a young driver right here for a second run. 1本目83ポイントなので Ryuma sitting on an 83 for the first qualifier run. Having a real aggressive here to that outer zone 1 right there, filling that zone, riding that line all the way around into this outer zone 2. Nice job, a little bit of a bobble leaving that outer zone 2, bringing it back through the touch and go to this outer zone 3 here. こちらもライン的には、タッチ&ゴー、そしてアウトゾーン3ではほぼ縁に来ていますが、リプレイで最後チェックしなきゃいけないオンザライン、アウトゾーン1もライン上、そしてアウトゾーンにはちょっと左リアがちょっと出ているかもしれませんが、さあもう一度確認していきたいと思います。Right on the line on the outside zone 1. I just have to double check to make sure that it's outside zone 2. He may be on the line. Gonna have to check the drone footage, but right there, right on the line at the touch and go, and right on the line at the outside zone 3. That's a pretty tight line. あれドローンの影響がない。So I'm gonna have to determine if that's やっぱりね、ラインがアウトに寄るにつれてやっぱり角度がついてると車もねアウトの方に寄っていってしまうので、あれさあということでSo it looks like there's no drone footage, so we're going to see what the judges had to say for that final run. Got an 83 on his first qualifier run. さあ、1本目87ポイントから83ポイントから87ポイントに上げてきました。リューマ選手87ポイント。87 after 83. That is a pretty solid run by the young driver リューマ。若手ドライバーでもリューマ選手、なかなかなスコアを叩き出してきました。さあ続いてのドライバー、こちらも注目のドライバー、ゼッケン2番ラバー博士 AMC Racing. Alright, Dr. Rubber sitting on an 83. Let's see if he could do just like the previous driver, boost his score up. Here he is approaching the 3-2-1 now, coming around into this outer zone 1, just holding on. Oh! 止まってしまった。エンジンが止まったか。He shut it down right there through outer zone 1. アウトゾーン1を、通っていくところでエンジンが止まったような感じでした。これはどういうことでしょうか。何が起こったんでしょう。What had happened to Dr. Rubber's vehicle? Was not able to power through outside zone 1. ちょっと車体がドリフト状態保てず、今回はノーポイント。That's going to be an incomplete for Dr. Rubber's second run. Yeah, I have a feeling 83 is pretty safe for him. We're not sure what the bubble is, but I believe it was 78 before we started this second round was where the bubble was at. そうなんです。この2本目が始まる前の、段階では78ポイントが、ギリギリベスト16を通るライン。しかし、何本もねいいスコアが、出てきている中でその78で足りないかもしれない。しかし
ラバー博士は現在83ポイントなので、エンジンがかかってちょっとストールしてしまったんでしょうか。エンジンがかかって、今ゆっくりとコースを走っていきますが、手を振っていきますラバー博士。ちょっとでもコースに土がついてしまったのが、he went to wave at his fans, but honestly, that's a lot of mud he put on the track by getting back on track. ちょっとコースの清掃、皆さんありがとうございます。 Thank you to everyone out there busting their butts, cleaning the track. Yes, and thank you to the fans out there tuning in with us right now, sticking with us throughout this long call. I'm looking at the live stream comments as well. もちろんね、足を運んでいただいた皆様、ありがとうございます。そしてライブストリームもね、ご覧の皆さんも本当にありがとうございます。Everybody who made it out here to come check it out live, and also if you can't make it out here, thank you for tuning in to our live stream. As you see right here, it's me judging and also commentating in both languages. Robbie Nishida to the right of me, Kenny Harris, he is commentating in English. To the left of me, Andy Yen, from all the way from the States, one of the judges, ex-judges at FD USA. And all the way on the end of the table, it is the legend driver, Yoichi Imamura, one of our FD Japan judges. FD Japan の、ジャッジでもあるレジェンドドライバー、今村洋一ジャッジ、そしてその隣にアンディ・イエンジャッジ、アメリカでもね、ジャッジを長く務めてきました。そして私、ちょっとだけお話しさせていただいてます、ラビ西田ジャッジ、そして、僕の隣にいるのがケニー・ハリス、コメンテーター。さあ、予選に戻りましょう。続いてのドライバー、先ほどは91点を叩き出したゼッケン34番斉藤翔選手、プロジェクトサッツチーム SHS。 2本目、これは何かすごいことをやってくれそうな気がします。 Saito sitting on a 91. Look at this, very aggressive right here. Nice job through that 3-2-1 into outer zone 1, bringing it back around through outer zone 2. Oh! うわ、何か壊れた。Something broke because it sounds like it. ミッションかデフか駆動系です。Sounds like a drivetrain issue. There you go. There's a flag out of his car. 旗を振っています。斉藤選手、ナイスファイト。1本目ではね、もう91点取ってるので残念ですが、2本目はちょっと転がっていく感じです。一応ちょっとずつは進んでいるみたいです。Looks like he's able to creep his way back, but that's an incomplete. 今のお分かりだと思いますが、残念ながら斉藤選手2本目はノーポイントです。It looks like he's looking safe on a 91. Hopefully his team can get it together and get this car squared away, because during practice he suffered some mechanical issues also. そう、練習でもね、ちょっと調子が悪くなってしまって車を直してきたのですが、91ポイントあればもちろん予選を通っているのでね、明日の、追走のためになんとか、車を間に合わせてほしいです。そしてね、ちょっと今、斉藤選手の車両が帰ってくるところを、少し皆様お待ちください。コース上に、ちょっと一回チェックが入りますが、少しオイルが出てしまった模様なので、皆さん少々オイル処理のためお待ちください。 Give us a minute. Looks like he broke something on track, and obviously there's a leakage. Luckily it's not on the line where we want everybody to be, maybe around outside zone 2, but it's going to take a minute for us to clean off the track to make sure that it's in tip-top condition for the rest of the drivers that we have. Yeah, we're down to our last 10 drivers here for qualify, the second portion of qualify. 予選2本目のね、あと残り10台というところで、現在予選多分2番手か3番手に
いる斉藤選手がコース上で、マシントラブルを起こしてしまいました。So there's a vehicle issue, a drivetrain issue from Sho Saito's car on track. He is probably the second or third qualifier right now in the qualifying because he has a 91 for his first run. So we'll see where he's going to sit after we see the next 10 drivers drive. 10台、残りいますので、そちらが走るまで、誰が何位というのが分かりませんが、ミッションカデフトラブル、ちょっとオイルが漏れてしまいました。今、石灰をね、巻いています、コースの、清掃員です。One of the trackside workers laying down some oil Absorbent. I would say. I'm not sure if that's chalk or what. But hey, if you missed last weekend, we had FDJ1 at Fuji. Beautiful backdrop there. Had some amazing weather. Also a little cooler than what we have here. But you know, here we are, second round. So we're in the third round for J1, and here we are for J2, J3 on their second round of the season. そうなんです、今ですね FDJ2、J3 のねラウンド2をお送りしていますが、先週末、富士スピードウェイの方でフォーミュラドリフトジャパンの方のねラウンド3を終えたところで、美しい富士山がバック、ということですごいね、綺麗な、場所でコースというか、一戦終えられましたが、その時の戦いも結構接戦になり、今ねポイントランキング、いろいろ入れ替わって楽しいことになってます。The championship race is getting a little hot too because we're mid-season of FDJ, and because of last event, there was a lot of upsets and there's a lot of drivers that never had podium, actually hasn't had podium this year, getting onto the podium. Exactly. But you also got a busy schedule. You got something going on next weekend too. Yes, そうなんです。先週末僕ら、FDJ、富士終えました。今週末 FDJ2、J3 がありますよね。来週は、アメリカの方の、ニュージャージー州でありますフォーミュラドリフト USA の、プロラウンド、そしてプロスペックのラウンドもあります。そちらもねライブストリームの方でぜひ、ご覧いただきたいなと思いますが、ただいま、斉藤選手の車がレッカー、引っ張って、ピットの方に戻っていきます。Looks like we see Saito's car getting pulled and towed back to the pits after his drivetrain issues. Here we are right here on the top of the hill. 今ねジャッジ席の方も映されましたが、こちらピットの中、斉藤選手が、手信号でピットの場所を教えています。Looks like Saito hand signaling, telling the driver, the tower, where his pit is located. Slowly going back. It sounds like the next driver is going to go into the burnout box. 続いてのドライバーも、ウォームアップ始まるみたいなので、こちら残念ながら斉藤選手2本目走れなかったんですが、1本目は91ポイントと、高得点を叩き出しております。そして今、ウォームアップに入っているのが、ゼッケン320ですね。稲岡拓也選手、Vehicle Racing. In the burnout box, we got car number 320. It's Takuya Inaoka from the Vehicle Racing 180SX. He is actually sitting on 86. So that sounds like a safe score as well. 稲岡選手も、86ポイントと安全な、ポイントではないかなと思いますが、Here we are. Inaoka's pulling up to the line now, sitting at an 86 first qualify run. Looks like they're getting some last bit after the finish. さあフィニッシュの後のね、清掃も今行われていますが、もうそろそろ、始まっていくんではないかなと思いますが、皆様少々お待ちください。Thank you for being patient. We are about to get back to our second qualifying runs in our top 10 drivers of the series right now. 現在ポイントランキングが、シリーズトップ10位以内のドライバーの、予選2本目が行われようとしていますが、あと少しだけ、先ほど残念ながら斉藤選手がね
マシントラブルを起こしてしまいましたが、その片付けを、今コースの清掃員の皆さんが頑張って行っています。ありがとうございます。 Thank you to the course side track guys. Clean up the track. Saito left a little bit of a mess out here after his drivetrain issue, but you know what? That's racing, you know, it could happen to anybody. こういうこともね、どのドライバーにもいつでも起こりうることなんで、マシントラブルってすごい悔しいことですが、一応斉藤選手1本目で91ポイントなので、you know, going out like that with issues on your vehicle, it really, it's really hard for the driver, but he is actually sitting on a 91. That's pretty good. So exactly. So perfect time to get down, wrench on the car, get it squared away for top 16. Because like you said, he's looking very good for a top 16 spot. そうなんです。ベスト16では、の用意ができるように、早速多分ねチーム全員で車両の修理を行っていると思います。So it looks like the track is all cleaned up. こちらね、こうか。It's hard. You're doing it backwards there. 逆だからわかんない。横浜タイヤのアドバン AD09 を全車、入ってのスペックタイヤシリーズということで、ワンメイクタイヤ、Spec Tire Series of the Advan 8009s, all drivers on Yokohama Advan 8009s. Same grip level for everybody. All about driver skill and car setup. 車のセットアップ、そしてドライバーの腕にかかっています。さあここからベスト10の、ドライバーの予選2本目の、スタートとなります。皆さん長らくお待たせいたしました。 Thank you for waiting, guys. We are back, and next driver up is car number 320, Takuya Inaoka from Vehicle Racing. Sitting on an 86, here he is coming around. Very aggressive into that outer zone 1. Could have been a little deeper through that zone. Ooh, and dipping 2 tires right there, possibly 3. We'll have to look back at that. Here he is bringing it back around. Another 2 tires there through the inside or the touch and go to that outer zone 3. ちょっと、2本だけなのか、3本コースアウトしたのか分かりませんが、今アウトゾーン1ちょっと早く出てしまいました。そしてこちらコースアウト、ほぼコースアウトですね。That looks like that's 3 tires off pretty much. さあ、ドローンの映像です。Checking out the drone, not on the right line. Yeah, that's very close there. It sounded very aggressive, but it just looked like he was a little all over the place. And you can see right here, dipping the 2 tires, possibly 3, bringing it back around. Yeah, and once again, we are going to score this, but that's not going to look good because that's pretty much almost 3, and we're looking that might be on the line. But not filling outside zone correctly, going way off on outside zone 2. Not a pretty run. 今のね、一応ギリギリ入っているということで、スコアは入りますが決していいスコアになるとは思いません。アウトゾーン3もねほぼ3奪、そしてアウトゾーン1うまく、寄り切れず、ちょっとアウトゾーン1早くに出てしまいました。そしてタッチ&ゴーでも、1奪ということでちょっと低めのスコア、67ポイント、稲岡選手67ポイント。That's a 67 for Inaoka's second run, but he's sitting on an 86. 稲岡選手は1本目86ポイントと、いうことで、そちらが予選のスコアになります。That's gonna be his qualifier run. さあ、続いてのドライバーゼッケン78番池本和馬選手、Progress Project Mu Motis 2本目。Ikemoto sitting on an 84 for his first qualifier run. There he is bringing it into outer zone 1 right there. Not too bad through that zone. Oh, but washing out through that outer zone 2. 流されていってしまって帰ってこれなかった。残念ながら池本選手2本目ノーポイント。Unfortunately, after he started the slide, he did not come back, and that's an incomplete for Ikemoto's second qualifier run. ね、ちょっと素
滑らせすぎてしまった、止まりきれない、様子でした。Didn't look like he was able to adjust his vehicle to make it or keep it within the track. It's official, it's an incomplete. 池本選手、2本目のポイントです。1本目は84ポイントなんで、予選は多分大丈夫なのかなと思いますが、should be okay with the 84 for his first run. The qualify. さあ続いてのドライバー、もうエキサイティングのドライバー、ゼッケン115浜田清文選手、 GH Racing. Hamada sitting on an 87. A very safe score, but here he is coming out trying to get that first. Oh! Coming in hot. 普通にやりすぎましたね。Had that reverse entry coming in right there. He knew it. He had to do something, and he threw it a little too hard. 今のは、多分自分でも分かっていたと思いますが、87を超えるための熱い走りでしたが、ちょっと行き過ぎた浜田選手。2本目ノーポイント。That's an incomplete for Hamada's second run. Laid it all out, but a little bit too much. さあ浜田選手は、1本目の87ポイントが予選ポイント。Hamada's number one qualifying run was an 87, so that is his qualifying run. Now we are moving up and looking at the next driver. He is also on the bubble, I think. こちらもギリギリなのかわからない。ゼッケン514野村圭一選手、Team 九州ユーラス and Cusco. He might be on the bubble. こちらもギリか。ちょっと僕にはわからない。Nomura right now sitting at a 79. Like Robbie said, right on that bubble. We're not sure, but here he is coming around, not phased by it, getting into the outer zone 1 right there, bringing it back around through the outer zone 2. Ooh, dipping 2 tires right there through that zone. Transitioning back around through the touch and go into this outer zone 4 right in front of the crowd. さあ今の走行なんとかラインギリギリ入ってきましたが、ちょっともう一回確認したいと思います。アウトゾーン1、ちょっと離れるのが早いですが、かなりいいところ。こちらアウトゾーン2の部分ですが、左タイヤもしくは2本アウト離脱になってしまうのかなというところですが、それでももちろんね、ギリギリのラインを通っているので、アウトゾーンはないよりかうまくトレースしている方だと思います。Looks like it's a little better than actually coming too short. He was right on the line on the second tire on the second outside zone. See what his score is going to be. One point 上げてきました。That's a point more. 野村選手80ポイント、80ポイントです。That's an 80.Moving up 1 point on the score. So that is his qualifying run. Let's see if that's good enough to stay in the top 16. Another driver that is on the edge. さあ続いてのドライバーも、今ギリギリ普通過だと思います。ゼッケン840山下和孝選手 Cause Power with Wacos with K Factory. Yamashita sitting on a 51 right now. Not safe at all. He's got to throw down here. Get as high as he can. Looks like he's struggling just a little, leaving that outer zone 1 right there, bringing it back around through the outer zone 2. Not bad through that transition, through the touch and go into this outer zone 4. ちょっと山下選手本調子じゃないのか、アウトゾーンあまり攻めきれない様子です。1本ちょっとタイヤが出まして、アウトゾーン1も半分は入ったかなというところ、そしてアウトゾーン2に関しては半分もいかないかもしれない、ぐらい。いやちょっとこれは厳しいかもしれない。今までも他のイベントでは、予選1位通過も経験している山下選手ですが、ちょっと恵比寿西は不得意の部類に入るのか、マシンに何かがあるのか。He's qualified first before at our previous events.It looks like he is not liking the course, or maybe something's wrong with the car. There you go. いやー残念。
山下選手2本目66ポイントということで予選敗退となってしまいました。いやー残念です。 Not looking good for Yamashita. I don't think that's good enough for the qualify. さあ続いてのドライバーもちょっと今は危ない。ゼッケン220石塚真一選手 Auto Garage S Cleve Sunoco Wisteria. Not looking good as a 71 right now for his first run. Yeah, Ishizuka coming around. He usually throws down. Let's see how he's going to finish this second part of the course. Oh, dipping 2 tires there early on into the outer zone 2, but bringing it back in right there into this touch and go. Nice job through that last outer zone into the finish. But we'll see how much that's going to affect him early on into the outer zone 2. さあこのアウトゾーン2の、付近ですね。アウトゾーン1は、なかなかいいところを通りました。ちょっと空いてたかなというところ。しかしアウトゾーン2ですが体勢が、そんなに良くない状態でアウトゾーンになんとかアウトをなぜっていく感じ。ということでちょっとアウトゾーン2のところが、体勢が良くない感じがしましたがなんとかスコアが入りました。先ほどよりかはラインがちょっとだけ良くなっている部分、しかし角度は、アウトゾーン2で少し不安定な感じ。Angle did not look too good on the outside zone 2 area, but as of line overall, a little bit better than how he was at the first run. But now it really depends. 石塚選手、安定の予選ずっと通ってきたところで、ここでなんと77ポイント。石塚選手77ポイント。That's a 77 for 石塚。I'm not sure if that's good enough. 77だと届かないかもしれない。さあ続いてのドライバーゼッケン168箕輪正也選手 Hey man こちらも今67ポイント That's a 67 right now. She's sitting outside of the qualify. Yeah, Masayo's got a throw down here this time around. Oh, a little bit of a struggle right there through that 3-2-1, throwing her offline into the outer zone 1 and outer zone 2. This is very unfortunate right here because she missed both those zones, bringing it back around, cleaning it up right there through the finish. But I don't know if it's enough to boost that 67-point first qualify run. 昨日のクラッシュが今のはもう多分ですがちょっと先行としてはついていけない角度もアウトゾーン1で大きく変更インに巻いてしまいました。これはスコアが、入らないかもしれません。That might be an unchaseable lead. Yeah, this is down to our last 4 drivers too, so we'll see. いやーなんと前回4位の箕輪選手ここで予選敗退となってしまいます。Coming in fourth from last event, she is actually knocked out for the qualify here. さあ続いてのドライバートップ3です。ゼッケン13番中村マイキー選手 Mikey Racing with 南米。 See how Mikey's going to do this time. He's got an 83 on his first qualify run. Pretty solid, but we're going to see how he's going to throw down this time around. Finishing third at Suzuka Twin Circuit. He wants to throw down in the top 16 to get podiumed again. Here he is coming around to the touch and go into this last outer zone here. さあ中村選手2本目先ほどよりいいラインが取れていると思いますがあとは角度とスタイルの部分で何点になるか。1本目はもう83点を取っている。2本目はなんとかポイントを上げたい。その勢いどういうふうに他のジャッジもこれを見ているのか。 How are the other judges seeing this as well? Pretty sure he does want to get a higher score to make it into the top 16. Yeah, he's looking good, but the next driver coming up, we're
We'll have to see how he's going to do, see if he can make it in. さあ、お、ポイント上がってきました。中村選手86ポイント。That's an 86 by Mikey Nakamura, bringing his score up. さあ、あと2人。Two more drivers left. ゼッケン888ジャマケン選手、ラウダダカンパニー with freestyle 現在70ポイント。2本目は絶対決めたい。John McKenna sitting at a 70, not safe at all. He has to throw down right here. Got second at Suzuka. Here he is, bringing it in into this outer zone 1. Just holding on right there. Reeling it back in through outer zone 2. Swinging it back around into this touch and go to this outer zone right here. Might be enough to boost his score, but is it enough to get him into the top 16? さあ、アウトゾーン1、ジャマケン選手。いいラインをトレースできました。しかしこのアウトゾーンにちょっと入るのが遅い。そしてそんなに深くないところ、タッチ&ゴーはいい。そしてアウトゾーン3、もうちょっとアウトに寄れるのかなという感じがしましたが、 Doing a good job in outside zone 1, doesn't feel outside zone 2 as we want him to, does a good job at the touch and go, and doesn't feel outside zone 3. Now let's see what the other judges have. さあ、83ポイント。ジャマケン選手83ポイント。That's 83 from ジャマケン。さあ、もう予選通るラインがもうどこか僕にはわからない。I don't know what the bubble is on the qualify. So you know what? But all I know is I know who's sitting right now in first. It's this driver that's about to go right そうなん now. です。どこがラインかわからないんですが、今予選トップなのが、誰かは知ってます。さあ、続いてのドライバー、最後のドライバー、前回優勝者ゼッケン43番与座ハリー選手、Harry's Auto with Big Kid Blocks Japan. And he's coming out just to throw down. He's got it in the back here, bringing it into out of zone 1 right there. Nice job filling that zone completely. Wrapping it back around into this outer zone 2 to this touch and go right here. Nice job there. And man, textbook line right there all the way around every zone. Beautiful job by Yoza. 与座選手1本目と同様、ライン的にはほぼ完璧かなという走り、そして勢いあります。角度もまあまあついてる。アクセルも結構入ってる。ちょっとアウトに入るのが遅いかなというところ。しかし先ほどのスコアを超えることができるのか。 Is he going to be able to beat his own score right now, which is a 92? さあ、こちらちょっとアウトゾーンに入るところが遅いですが、ほぼその他は完璧。あとはアングルとスタイルのジャッジのスコアを足してどうなるか。 What's going to happen with the style and the angle judges all added together. さあ、与座選手前回優勝、今回91ポイント。与座選手先ほどのスコアに及ばず、しかし92ポイントと1本目、素晴らしいスコアを叩き出した与座選手、素晴らしい走りでした。さあ、90ポイントの得点もいくつか出てきた中、今回は、調子がいいドライバーと調子がドライバーがすごく目立った、感じがしたなと本当に思いますが、I think that this track from the FDJ2 drivers, I saw a lot of drivers that really did well and actually didn't like it so much and didn't do so good. It was like either or. Exactly, but I saw that the second half of qualifying, a lot of them step up and they either reviewed the tapes or listened to their spotter to fill the areas they needed to fill. Wow! なんと17位のドライバー80ポイントです。すごく、レベルが高い今回の FDJ2 の、予選だったと思いますが、 That's a pretty high level run here from FDJ2 because the cutoff line for top 16 and 17 is 80 points.
Yeah, that's crazy. Wow, we moved it up because, like you said, a lot of the drivers stepped it up from the second run. ケニーが言ってた通りね、2本目の、走行、1本目でまずまずのドライバーは2本目結構いいスコアを出してきたドライバーいっぱいいました。ということで、ね、この FDJ でも苦戦しているドライバーがいっぱいいたこのスコア、このコースでね、FDJ2 のドライバーがなんと、横浜のアドバン AD09 で、みんな同じ走りをして同じグリップで、素晴らしい走りがみんなできたんじゃないかなと思いますが、さあなぜか今いきなり風が強くなりました。 After we're done with the qualifying, the wind just started to blow. Yeah, it's starting to pick up now, but yeah, Advent 8009 is what they were on spec tires all across the board. 21 drivers are going home today, unfortunately, but hey, we have a top 16 bracket built. Yeah, and maybe some of the maybe the tire matches up really well with this track because, you know, Rovanpera he got first place last year, and FDJ2 driver Matsui got, you know, first place here, and obviously that was the spec tire series too. このね横浜のアドバン AD09 がね多分このコースにすごくマッチしてるんじゃないかなと思います。みんなスコアも結構高めでしたし、前回の FDJ の、走りも、ロバンペラ選手が、1位ぶっちぎりのね1位だったんで、みんな気持ちいい走りが、ライブストリームでも見れたのかなと思います。Pretty sure all you guys who came out here and also all you guys watching live stream were able to see some exciting runs here at FDJ2. さあ、明日の予定なんですが、明日 FDJ3 の配信開始が10時10分から We're going to start the FDJ3 Top 16 live stream from 10:10 in the morning Japan time, Pacific time tomorrow 10:10. After that, we have FDJ2 Top 16 ceremony is going to start at 13:20, which is 1:20 in the afternoon. 明日の FDJ2 の配信、そしてオープニングセレモニーは、トップ16のセレモニーですね、13時20分、午後1時20分からの、予定をしていますので、皆さんお楽しみにしてください。Don't miss that, and also thank you for everybody coming out here to check out the live.The driving こちらねライブで見に来たドライバーの皆様、そしてライブストリームを見てくださった皆様ありがとうございます。 Thank you for watching us on live stream, and thank you very much for Imamura sticking around, and our Andy N got up to. Yeah, he didn't stick around. Yeah, he didn't stick around. He got tired. But no, thank you for you guys out there viewing in and tuning into us. You know, I didn't talk much. Robbie did a lot of talking, so hats off to Robbie for what he's done today. And thank you for you guys for sticking around. We'll see you tomorrow, and don't miss it. 明日、お見逃しなくまた明日会いましょう。さようなら。
What's up, guys? It's Frederick Ospo, and I use RSR suspension on all my drift cars. I love RSR. Iyo RSR Ichiban. Made in Japan. Breed.